この新型アトレキャンピングカー仕様にエアコンがつきました。このアトレ最高にワクワクするモデルになりました。以前紹介したマリナ RV さんの新型アトレなんですが、その時にデメリットで挙げさせてもらったエアコンがない、換気システムがない、ソファーが硬くて座り心地よくない、こちらを改善してくれたモデルになります。今日はその部分を重点的に紹介します。まずはこのアトレキャンピングカー仕様、簡単に特徴をまとめました。名前がマリナ RV ベースクーラーモデル、ベースがダイハツ新型アトレ CVT ターボモデル、走りが K の中ではトップクラスです。電動ミラー、電動スライド、内装が対面レイアウト、常設ベッドモード、2人眠れる全面ベッドモード、軽自動車の4ナンバーで車検は2年に1回です。詳細の内外装リンクは概要欄に貼っておきます。今回エアコンがついた以外に豪華装備がついたので価格が450万円となっております。安くはないんですが、このアトレ他にはない装備がたくさんついているのでかなり面白い車です。その辺をお伝えします。まずはエアコン、 DC12V エアコンがつきました。それでは早速スイッチつけていきます。ここで温度が設定できます。風量は6段階選べます。このエアコン取り付け配管がかなり狭いので大変やったそうです。このスペース全然出てないですよね。秘密はこのキャンピングカー業界初のリアクォーター、こちらにあります。こちらのリアクォーターはまた後で詳しく説明します。現在の消費電力は約 620W です。ソーラーが今 50W ぐらい入力されてますんで 670W 消費されてます。風量は弱で設定温度は20度です。こちらの DC12V はインバーターが内蔵されていないのでオンかオフだけになります。なので消費電力はほとんどついてないゼロの状態か 600W、700W ぐらいの大きめの消費電力になります。車内この距離ですね、1mもないぐらいで座っていって弱だったらそんなに音は気になりません。アプリで騒音レベル調べると約 57dB です。このまま強にしてみます。かなりうるさくて 74dB です。風量を最大にすると会話するにはもう声を張り上げないといけないぐらいうるさくなりました。ただ風量小で使うなら問題ないレベルだと思います。ちなみに隣だと 59dB、 駐車場一つ分開けて測ると 56dB です。昼間だったらもう全然気にならないレベルです。夜中静かなとこだったら真横じゃなくて1個開ければ大丈夫かなという感じです。ちなみにジャンボジェット飛行機が飛び出す時の真下のデシベルはいやーすごい迫力でした。約 85dB でした。電源なんですけど、以前はここにポータブルバッテリー積んでいたんですけど、このソファーの下にリチウムバッテリーが内蔵されました。容量は 200A です。インバーターもこの中に入ってます。バッテリーモニターはこのエアコンの下についてます。天井には 200W のソラーパネルが搭載されてます。アトレといえばこのサイドの窓がポップアップ式で全開にならないのが車中ユーザーには使い勝手悪かったんですけど、このリアクォーター2枚モデルでその弱点が解消されました。はい、中からなんですけど、こちらが助手席の後ろ側は以前のタイプのままです。こんな感じで引っ張って開くんですけども、こんだけしか開かないですね。こちらが取り付けられた窓です。これ FRP ですかね、しっかりしてます。こんな感じで開くことができます。そしてこちらなんですけど、少しだけ開けた時はこんな感じで間に入れると少し開きます。そして閉めて、これが網戸ですね。で下からがシェードになります。今までハイエースなどは
こういった窓あったんですが、 K のこのコンパクトさ、男心くすぐれますね。このリアクォーターなんですけど、こちら側はサイドの方1枚だけはステージ21さんと共同開発したそうです。こちらの2枚モデルはマニナ RV さんだけということです。これね、かなり精密に作られてるんですよね。開ける時とかも干渉しないんです。こんな感じで少しだけ出っ張ってます。これで車幅から出ないようになってます。このほんの少しなんですけど、軽自動車からするとすごく狭いんで、中の体積を有効的に使うことができます。ビルダーさんから極秘情報を得たんですけど、こちらの後ろの部分ですね、ここにまた何か考えているそうです。これは楽しみです。ちなみに反対側はそのままです。そしてもう一つの目玉、こちら換気扇を助手席の窓に取り付けることができます。こちら開発にかなりコストがかかったようです。これ FRP 製で、ここにバッテリーがあって3つ換気扇ついています。でこれは AC コンセントから充電できます。それでは取り付けてみます。まずは窓を開けます。でこちらの換気扇を先にこうやって上にはめます。そして窓を上に上げます。ちょっと閉まらないですね。ちょっと押してあげたら閉まりました。そしてここのスイッチをオンにします。でこれで強弱を3段階変えます。ここから空気を吸って外に排出します。窓を網戸にしとけばここから空気吸ってくれます。そうするとここから空気を吸って助手席の方にこの流れができます。でここで車中飯とかしてもそのまま空気流れると思います。今日なんですけど、この新型アトレエアコンモデルで車中してもいいということなんで、ここでステーキ焼いて換気能力調べたいと思います。マニナ RV さん、許可ありがとうございます。この換気扇を貸しているバッテリーなんですけど、これモバイル式なんで充電しないといけません。ここに挿して、ね、AC で充電します。でこれは車のシガーソケットですね。そこから安いインバーターをかましてコンセントを使えるようにすれば走行中に充電できると思います。こちらの収納が以前ポータブルバッテリーを置いていたのでありませんでした。こんな感じで開きます。結構奥まで入りますね。上にはコップなどが置けるようです。その他はこのリアの上部と以前もあったここの収納ですね。これが冷蔵庫に変わりました。この冷蔵庫はインバータースイッチつけるとこんな感じでもうコンセントにつながってますんで電源がつきます。そして冷蔵庫の後ろ、ここも収納です。今現在は撮影機材を置いているんですけど、まあまあなスペースがあります。あとは変わらずセカンドシートの下と運転席の上、オーバーヘッドコンソールがあります。その他にこのソファーなんですけど、以前デメリットで少し硬いと伝えたんですけど分厚くなりました。170センチの自分が座っても天井につかないぐらいの厚さ、ギリギリのところ攻めてくれました。そして入り口、ここにメインの主電源オンオフスイッチつきました。これは買い物の時とか荷物を後部座席に置いたりする時に重宝しそうです。いやー、男のワクワクが詰まった軽バンコンになりました。これで秘境に行って温泉に入って車中旅行きたいです。新型アトレクーラーモデル1日触ってみて感じたメリットデメリットなんですけど、クーラーついたのにほとんど中のスペースが犠牲になってないのすごいですよね。室外機はスピアタイヤの場所、ここに入ってます。ポータブルクーラーなどはかなり場所取るし、ここまで冷えない。ちなみに今日は34度、多分ここアスファルトなんで37度ぐらいいってると思います。少ししか試しませんが、それでもキンキンに冷えてました。でちなみに明日ですね、さらに温度上がります。明日の日中しっかり温度測って検証します。前は気づかなかったんですけど、いろんなテーブルポールタイプ触ってみて、これ本当に簡単に設置して撤収もしやすいです。まずテーブルを取って、ここなんですけど、このまま回すんじゃなくてここを外します。こう回して、あとはこれをこれでくるって回すだけなんで簡単に外れます。これは本当便利です。現在納期が7ヶ月です。コロナの影響でベース車両が遅れているそうです。
それでも7ヶ月はキャンピングカーではかなり早い方です。エアコンのついていない軽キャブコンハイエースキャンピングカーも手に入る価格です。少し躊躇する値段ですね。ただ住んでいる地域や駐車場問題、運転に自信がなくコンパクトな方がいい方はピンポイントで突き刺さる車だと思います。 CVT ターボの軽自動車でエアコン付きはそのくらい魅力的ですね。この換気扇はかなり魅力的なんですが、取り付け何回かやったんですが一発で取り付けられませんでした。デモカーだからかもしれません。あとつけっぱなしにしておきたいので、ここ開いている状態が気になりました。虫とか冷気が逃げます。また改良されるのを期待したいです。ここが冷蔵庫入ることによって収納なくなりました。そしてここの上部の収納もシェードでほとんど埋まってます。前車中泊させてもらった時はこの冷蔵庫もなくシェードもなかったんで気づかなかったんですけど、こんなにも収納スペース減ると荷物を制限しないといけません。シェードが結構枚数あります。リア1枚、サイド1枚、そして運転席、フロントウィンドウ、助手席、ここをカーテンなどにすればかなり傘は減りそうです。ただ断熱が減るので悩ましいところですね。あとはここの冷蔵庫いらない方は取ればかなり収納スペースが増えます。ただやっぱり冷蔵庫欲しいですよね。キンキンに冷えたビール飲みたいです。このクーラーがついたのでキャンピングカー専用の暖房 FF ヒーターがあれば一年中快適に過ごせるんですけど、オプションでも FF ヒーターが取り付けられません。もうスペース的に厳しいんでしょうね。しょうがないですね。ただ電力がかなり上がっているので電気毛布などはいくらでも使えそうです。なのでそういったものを使えばカバーできるかもしれません。あと気になるのが走行モードからこの車中泊モード、ソファー展開やこの換気扇設置、どのぐらい時間かかるのか今日の車中泊で実際にタイム測ってみて試してみます。このシェードもありますしね。そして車中泊で一番試したいのが 12V エアコンです。ターンエースではありますが K でこのエアコンは初めてです。明日35度を超える日中でも冷えるのか、下手したら晩婚は50度いきます。リチウムバッテリー 200A で何時間持つのか、1泊2日大丈夫なのか、または2泊3日持つのか。そして騒音です。実際に体感してみないと分かんないこと多いんですよね。以前ターンエースで 12V クーラー体感した時は少し気になったので、アトロではどうなのか、結構頻繁にオンオフになって起動音がすると気になるかもしれません。でまた起動する時が一番音するんですよね。このアトレではどうなのか体感してきます。はい、収納完了しました。ほとんどいないですね。2個隣まで来ました。これで測定します。いただきます。今からこの新型アトレクーラー搭載キャンピングカー仕様で車中泊旅に行ってきます。軽自動車に 12V のエアコン、こんなにコンパクトです。後ろからはこんな感じで全然幅取ってません。そしてキャンピング業界初のリアクォーター2枚モデルアトレなのにこんな感じで窓が開きます。中からはこんな感じで網戸、そしてシェード、ワンタッチで切り替えることができます。そしてこの換気扇とこの秘密基地感やばないですか。もうワクワクします。でちょうどですね、明日が日中35度と猛暑日です。エアコン冷えるのかも確かめてきます。この 200A のリチウムバッテリーとの組み合わせも何時間使用できるか楽しみです。
ここ大阪の伊丹空港の横の駐車場でロケーション抜群です。でこの近くにこのアトレを製作したパパビルドというビルダーさんいますので、そこによって社食アイテムを積んでから社食旅に行ってきます。はい、到着しました。ここで作られてるんですね。それでは早速荷物運んで再出発します。収納完了しました。この一番広いところですね。ここのリアの収納は着替えやシラフ、枕、カメラ機材入れてます。そしてリアの上部収納、こちらシェード入ってますんで、この隙間にウェットティッシュや付属のティッシュ入れてきました。ここの収納はこの IH 調理器やケトル、お箸などクッカー調理器入れてます。でこの上ゴミ袋ですね。ポータブルバッテリーは 720W の中型のものを持ってきました。今回リチウムバッテリーはエアコンのみ使って何時間使えるか検証します。こちらのポータブルバッテリーは調理に使います。セカンドシート下、ここ今回入れてません。大人1人分で荷物この箱2つ持ってきたんですけど、問題なく収納できました。この箱は今回下ろして広々使います。通常の車中泊旅でどんな感じなのかを検証したいので、スーパー行って銭湯行って車中泊スポットに向かいます。久々にこの CVT ターボ新型ドレ乗って感じたんですけど、やっぱりめちゃくちゃ軽いですね。スーって信号スタート走っていきます。キャンピングカーとは思えません。ここから1時間ぐらいのところに道の駅稲川という場所があるみたいなんで、今日はそこで車中泊させてもらおうと思います。ちょうど銭湯あったんで入ります。結構遅くも空いてますね。はい、到着しました。兵庫県にある平野湯というところです。夜の11時まで空いてるみたいなんでゆっくり入ってきます。いやー気持ちよかったです。サウナと水風呂3セット3回整えました。水風呂が少しぬるくて好きな感じでした。おっと、ここは2メーター。地下の駐車場は2メーターだったんで、こっち側の青空の方に止めました。これソーラーパネルついているんで2メーター超えてるんですよね。ちょっと正確に何メーターか把握しなかったんで、また調べてきます。だいたい 2.1 メーターとかが多いんですけど、ここの駐車場は2メーター以下でした。ソーラーパネルかなり便利なんですけど、こういうことがあるので気をつけないといけません。今回は換気扇の検証をしたいんで、匂いの出るものを買ってきました。冷蔵庫は走行中電源オンにしてたんでかなり冷えてます。ここですね。駐車完了しました。先ほど誰もいないと思ってたんですけど、よく見ると車中泊されてる車結構いました。エンジンつけて休まれてる車も何台かいます。でこの道の駅かなり静かなんで、ちょっとエアコン室外機の音が心配だったんですけど大丈夫そうですね。周りは山に囲まれていてすごい空気は美味しいです。でちょっと怖かったんですけど、この横すぐ国道なんで怖さはありません。今から車中泊のセッティングするんですけど、気になっていたのが
このソファーの展開と助手席の窓の換気扇、このセッティング、そしてシェード全部つけると何分かかるのか、今から検証してみます。一旦ソファーとこの換気扇だけでタイム測ってみます。はい、結構早かったですね。今回ソファーとこの換気扇で51秒ですね。では続いてシェードもやってみます。で再スタートいきます。せーの。はい、シェードが結構時間かかっちゃいました。3分55秒です。いやー、4分近くかかっちゃいました。意外と最初のソファーと換気扇は早かったんですけど、このシェードがちょっと手こずってしまいました。シンプルに自分がどんくさかったのだと思います。はい、中の気温がかなり寒くなってきました。26.3 度です。なのでもう設定温度を28度ぐらいに上げました。現在の消費電力が53ワットです。もう設定温度になったんで、今コンプレッサー回ってない状態です。でやっぱり気になっていたコンプレッサーの再始動の音なんですけど、ブーンという音がします。ちょっと低めの音なんですけど、最初だけちょっと大きいんですよね。クーラーの騒音気になる方もたくさんいらっしゃると思いますので、デシベルで測っておきます。今クーラーから1メーターも距離ないぐらいです。55デシベルです。やっぱり音はするんですけど、許容範囲かなという感じです。やっぱり暑さに比べたら多少音するのは全然問題ないと思います。問題は外の静か駅の騒音です。静かな道の駅だと騒音が気になります。一度アプリで測ってみます。今コンプレッサー回ってないので、設定温度下げてコンプレッサー回しておきます。今なんですけど、道の駅にはエンジンをつけている車はいません。はい、今辺りとかなり離れました。これでエアコンの静か駅の音は今聞こえない状態です。これで騒音を調べると48デシベルです。はい、今駐車場を1つ飛ばして2個隣まで来ました。これで測定します。51デシベルです。はい、真横に来ました。測定してみます。55デシベルです。どうでしょうか。自分的には静かな道の駅などで隣だけ避ければ問題ないかなという気がします。ちょっとでもエンジンつけている車が近くにいれば全然静か駅の音は気にならないと思います。お腹空いたんで車中飯いただきたいんですけど、今日はこの換気扇ですね、こちらを試すために車内でステーキを焼きます。一応できるだけ匂いが飛び散らないように、この IH で使えるホットサンドメーカー持ってきました。こちらで焼いていきます。
ただきます。ごちそうさまでした。いやー、幸せでした。この堀西のブラック美味しいですね。すごい胡椒の味がして、あと燻製の味ですね。すごい香りも良くて、かなりお肉と合いました。今車内の気温が 25.5 度と結構低いんですけど、湿度が 76% なんでムシムシします。またエアコンつけていきます。それではもうこの換気扇は今日使わないんで切って外しておきます。このホットサンドメーカーはウエットティッシュで入念に拭いておきます。これでだいぶ汚れや匂いは取れます。お皿の方はこちら使い捨てのまな板シート敷いてました。なのでこれを捨てるだけでもうお皿は綺麗です。先にベッド展開しておきます。今日は一人なんでもう全面ベッドじゃなくてこっちが片面ですね。常設ベッドにしてくつろぎます。はい、それではもう歯磨きして寝たいんですけど、ちょっともう外行くのが怖くなってきたんで、中で歯磨いてお水は凝固剤で固めてゴミとして持って帰ります。使い捨て歯ブラシって本当こういう時便利なんですよね。それではそろそろ眠ります。いやー、しかしこの空間本当落ち着きます。このソファーのベージュもいいですね。すごく落ち着くし、で何よりもなんか広く見えます。エアコンはまだバッテリー 80% 以上残ってますんで、つけたまま眠ります。設定温度27度にしておきます。明日は35度以上です。このエアコン効くのか楽しみです。この K はもうすぐ手届くところにこういった電気とかもあるんで、全然動かなくていいのが最高ですね。それではおやすみなさい。おはようございます。いやー、ぐっすり眠りました。エアコンもついていて現在 60% 残量です。まだまだ余裕ですね。車内の気温が 25.7 度で、外が 35.9 度。めっちゃ温度高いですね。これ多分直射日光温度計当たってます。影の方に移動して再測定してみます。体なんですけど背中痛くありません。この薄いシュラフ1枚だけ引いていました。前回のアトレの場合はちょっと薄くて痛かったんですけど、今回厚くなってその辺かなり改良されてます。
コンでこの涼しさはなんか違和感あります。普通だったらもう40度超えてると思います。昨日のステーキの匂い残ってるかどうかなんですけど、今正直ずっとこの空間の中にいてるんで分かりません。なので一回出て外の空気吸ってからまた入って匂い残ってるかチェックします。道の駅でお土産も買ってきます。いやー、今日は本当にいい天気ですごく暑いです。温度計はこの影のところに置いてきました。道の駅はこんな感じで山に囲まれていてすごい空気が美味しいです。特産品売り場やお土産売り場あったんですけど、今日はお休みのようです。残念です。日差しがもう痛いぐらい突き刺さります。それでは車内戻って匂い確かめます。涼しい匂いなんですけど、ちょっとなんか昨日やったかなという感じの匂いは残ってます。やっぱり小さい換気扇では完全に匂いを入れ替えるのは難しかったみたいですね。でもこのぐらいの匂いしか残らなければ、窓開けて少し放置していればすぐになくなると思います。朝食は昨日スーパーで買って冷やしていたこの鮭をホットサンドメーカーで焼いています。それと面白いものを見つけました。これなんですけど、これ熱湯やお水を注ぐとおにぎりになるみたいです。車中飯めっちゃ合ってますよね。でここにケトル持ってきたんでこちらで作ってみます。いただきます。ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。それではこうやって軽くウエットティッシュで拭くだけで大丈夫ですね。このホットサンドメーカーもキッチンペーパーのおかげで全然汚れてないです。こんな感じで簡単な車中飯ならこの新型アトレでも作ることができました。やっぱり水が出ないので洗い物が出ないようにしないといけないんですけど、こうやって工夫するのも楽しいですよね。自分もたまにお昼ご飯の時キャンピングカーの中で過ごしたりするんですけど、最高に楽しいんですよ。週末だけ使うのはもったいないです。今現在の車内のこのテーブルの温度が 28.9 度、少し上がってきました。で外気温は 34.6 度です。外の天気はこんな感じで晴れているんですけど、今現在はこの辺は日が直接当たってない状態です。軽く曇ってます。うわ、少し開けただけなんですけどめちゃくちゃ熱気がきましたね。現在もう35度ぐらいなんで、この状態でこのエアコンの実力を試します。もう温度20度低くして冷えるのか、現在 36% なんで、これで1時間使って何パー減るのか検証してみます。はい、1時間経ちました。空がかなり晴れてきました。先ほどまで曇っていたんですけど、もう車体に太陽の光がガンガンに当たってます。そしてここでトラブル発生しました。トラブルというか自分の責任なんですけど、このソーラーパネル、昨日撮影する時に少し配線とか外してつけるのを忘れてました。なのでソーラーパネルは使ってない状態での検証になります。
もうキンキンに冷えてます。今現在外の温度が35度で中が 25.3 度、ちょうどテーブルの上ですね。車体の真ん中ぐらいです。そしてこちらにエアコンの前に温度計も設置しました。この温度が 18.8 度、キンキンですね。で運転席も設置しました。でそれが2番で 30.1 度です。でバッテリー残量が 21% で41アンペアアワーです。風量は2段階目弱で1時間使用しました。かなりいい結果になりました。この断熱のシェードは貼ってかなり効果あったと思います。今回の検証結果、この 12V のクーラーと新型トレーの組み合わせ、炎天下1時間で外気温35度、車内は25度に下がりました。容量 200Ah のサブバッテリーが1時間で 15% 減りました。アンペアアワーでいうと30アンペアアワー減りました。ワットアワーに換算すると360ワットアワーと消費電力低い結果になりました。設定温度まで下がったらコンプレッサー止まるので、平均すると消費電力は低くなりました。昨日の夜から今までの全体の使用時間は約12時間、夜間8時間、日中4時間ぐらいでした。それでバッテリーが 79% 消費、アンペアアワーは159アンペアアワー消費、ワットアワーに換算すると1908ワットアワー消費したことになります。この床下に搭載された200アンペアアワーのサブバッテリーと 12V クーラー、この組み合わせめっちゃいいですね。1泊2日の車中泊旅、夏全然大丈夫です。これは軽自動車やコンパクトな車では定番になるの間違いないですね。デメリットとしてはこちらインバーター内蔵されていないんで、設定温度になるともう室外機コンプレッサー停止します。でその時に送風はずっと出っ放しなんで、扇風機当たってるような感じでちょっと寒かったです。あとはこの車体下にある室外機の音ですね。これが夜間はまあまあしたんで、そこがデメリットかなと思いました。あと 12V クーラー以外の使用感、換気扇などアップデートされた使用感は大阪に戻ってから1日使って感じたメリットデメリットをお伝えしたいと思います。道の駅稲川、ありがとうございました。それでは安全運転で再出発します。はい、大阪に戻ってきました。これ淀川のすぐ横にいい場所あったんで、ここでエアコン以外のこのキャンピングカーのことをお伝えしたいと思います。今このソロモードなんですけど、こちらが使い勝手めっちゃ良かったです。助手席を倒しただけなんですけど、こちら側は常設ベッドモード、こっちで車中飯などできます。このモードだったら走行モードから車着モード全然時間かかりません。そしてここ足下ろせるんで、すごい体勢が楽なんですよね。ずっとお座敷モードだと足がしんどくなってきます。しかも軽自動車で常設ベッドモードなのに、この横幅がめっちゃ広いんで寝返りも出ます。もうこうやってテレビ見ながら過ごしていたら、男の夢の移動する秘密基地、そんな感じでした。電源類のメインスイッチがこの助手席のすぐ後ろでありました。これでまとめて消せます。自分はよくあるあるなんですけど、荷物とか全部積んで運転席に戻って、いざ走行するぞっていう時に、あ、電気消し忘れたと思って、また車の外に出て後ろに戻って電気を消すっていうのがよくあります。でもこの位置なら手伸ばしたらすぐ消せるんで、これは本当に便利でした。リアの収納棚はほとんどクッカーなど入れてました。これは本当に便利でした。やっぱりスペースがないので床下収納が基本になるんですけど、ここはそのまま取れます。で意外とですね、ここ奥行きがあって結構奥まで行くんですね。なので1人分のクッカーや軽い食料は全然入りました。これめちゃくちゃいいと思ったんですけど、実際に使ってみると不便なところありました。まずつけてない時、走行した時の置き場所がちょっと困りました。こことかはまったらいいんですけどね、カパって。これ使ってない時虫が入るんですね。穴開いてるんで、やっぱり冷気も逃げるんで、ちょっとこれはなんか蓋かガムテープとか貼るのは見栄えがあれなんで、簡単に開閉できる蓋が欲しいですね。ただこの手の助手席の窓用換気扇としてはかなりクオリティ高いです。だけど
450万円出して買ったキャンピングカーと思えば少し残念な感じは自分がしたのでお伝えさせてもらいました。ここのウィンドウエクステンション、ここに薄型の換気扇とかつけれたらめっちゃいいですよね。正直デメリットはそのぐらいで他にはあまりないんですけど、強いて言えばこのシェードですかね。もうバンコンというかキャブコンとの比較になっちゃうんですけど、やっぱり5枚の窓にシェード貼り付けるのは結構面倒です。このウィンドウエクステンションのようにこんな感じでリア全面つけれたらめっちゃ便利ですよね。今回この新型トレクーラーモデル車中泊してみてすごい感じたのが、ホテルのような車中泊したい方、キャンピングカーでしたい方というか、普通車で誰にもバレず車中泊したい方はすごい合ってるなと思いました。450万円と安くはないんですけど、長年車中泊してきたノウハウをもとに改良を重ねた車がすぐ手に入るといった感じでしょうか。そして最大の売りは何といっても軽自動車 CVT ターボにエアコンがついた、これが大きいと思います。1人でも2人でも車中泊できて、普段使いで4人乗れる、このザ車中泊というワクワク感、こんな面白い車もっと作ってほしいですよね。個人的に大好きな車でした。今日はですね、このアトレで車中泊に行ってきます。こちら愛知県のキャンピングカー専門店エムズアートさんの2024年モデルということで、自社開発された超薄型の 12V クーラー、こちらが搭載された他にはないキャンピングカーです。これめちゃくちゃ薄いですよね。外から見るとキャンピングカーには見えません。車中泊しているのがバレないステルスキャンピングカーですね。こんな感じでセカンドシートも使えますんで、普段使いから旅行とこれ1台で行けます。ベース車両がダイハツアトレ、エンジンはターボ、無段階変速の CVT 搭載ということでスイスイ走ります。軽自動車なので税金も低く維持費が安いです。これ買っときゃ間違いないという車なんですが、気になるのがこの自社開発の 12V クーラーですね。しっかり冷えるのか、使い勝手はどうなのか、そして騒音も気になります。次に気になるのが居住性なんですけど、フルフラットということで足が下ろせません。で、下は収納になっています。で、この高さもそんなにないんで長時間しんどくないかですね。キャンプ用のちゃぶ台を持ってきました。このお座敷モードで今回の車中泊を体感します。その次に気になるのが収納です。もうある程度車掌回転を積み込んだんですが、ゴミとか荷物を減りますんで、この下を有効活用しながらやりくりしてみます。ちなみにこの下は冷蔵庫、そしてこっち側は電装系が入っています。次は走行面なんですけど、リアが仮装された状態なので本来の走行性能が発揮できないと思います。オプションのサイドオーニングもついてます。パワー不足を感じることなく急な山道登れるか、コーナーリング時のロールですね、左右の傾き増えるのか、重量が増してブレーキが効くのか、走行中家具のきしみ音はないか、車中泊を通じ体感しお伝えします。スペックはこちらにまとめておきます。キャンピングカー登録ではなくて軽貨物自動車登録4ナンバーです。車検は2年に1回、2区4区選べて価格が低く、納期が半年というのも嬉しいですね。さあ準備整いました。しかしこの秘密基地感めちゃくちゃいいですね。シンクはないんですが、今回の旅は車内で料理や歯磨きなどを行っていきます。やり方は後ほど詳しく紹介します。それでは安全運転で行ってきます。今ストップ&ゴーの多い街乗りを15分ぐらい走ったんですけど、問題なくスイスイ走ってくれます。全く重さは感じません。で、走行中家具のきしみ音ですね。後ろ仮装した部分は全く音もしません。そしてこれバックミラー、ルームミラーがデジタルインナーミラーなんで視界も良好です。はい、今40キロから強めにブレーキングをしてみたんですけど、しっかり止まります。
もうキャンピングカーではない普通の車のようにしっかり止まってくれました。やっぱり後ろの下層の部分がそんなに重くないんだと思います。これだったら快適に街乗りを運転できます。このアトレは新型アトレになりますんで、安全装置や快適装備がいろいろついてます。クルーズコントロールですね。 ACC 追従型ついています。あとはデジタルインナーミラーなんですけど、こちら前の車が発進したら音で知らせてくれる機能もありました。これだったらうっかりしていても後ろの車に迷惑かけません。山に入る前にスーパーで食材購入しておきます。奈良県の吉野ストアに来ました。もうほんと山に入る直前のスーパーです。なのでそんなに駐車スペースは広くないんですが、軽自動車なんで余裕で止めました。こういった1本しかない駐車場ってキャンピングカーだと止めにくいんですよね。こんなにもスペースが空いてます。これだったら気楽にローカルスーパーでも寄れますね。冷蔵庫に食材冷やしていきます。ここにテーブルあるんですけど、これ一旦物を置くのにめちゃくちゃ便利です。はい、 OK です。こんな感じで車内に登らずに外から荷物入れるのってかなり便利ですね。駐車場の端に移動しましたんで、少し車内でお茶します。いや、なんか落ち着きますね。ただ車内は暑くて現在 28.2 度、直射日光当たってどんどん暑くなってきてます。早速 12V クーラーつけていきます。これ長押しで電源入ります。でこちらでオートとあとマニュアルエコモードなど設定変えれます。とりあえずマニュアルモードで一度全開で使ってみます。サブバッテリーなんですけど、リチウムバッテリー 100Ah が標準で入っています。こちらオプションのもう 100A 合計 200A が搭載されています。冷たい風が出ております。で車体下からブーンという室外機ですかね、その音が聞こえています。で風はそんなに強くないですね。一応マックスでやってるんですけど、これで様子見ます。それでは収納していたお茶をいただきます。暑いんで冷水でお茶作っていきます。お茶のお供は羽衣あられ、これ美味しいんですよね。いただきます。今回収納なんですけど、この冷蔵庫を収納しているところなんですけど、ここに結構空間ありますんで、こういったレトルトのご飯や保存食を置いてます。で後ろはこれはシートのヘッドレスト2つ置いてます。そして上部収納が2箇所あります。こっち側にはウェットティッシュやティッシュなど置いています。反対側にはサランラップやこういった長尺物を置いています。そしてセカンドシートのところですね、ここはかなり膨大なスペースがあります。シュラフなど置いています。ただこの広大なセカンドシート下収納なんですけど、こんな感じでテーブルや座っているんでアクセスが不便ですね。その他調理器具や食材などはこの転送系の上ですね、ここはもう開くことがないんで、この上にボックスでこんな感じで置いています。はい、10分ぐらいこのクーラーつけていたんですけど、車内の温度はあんまり変わってないですね。というのもこのフロントガラスシェードしないんで、太陽の熱がガンガン入ってきて、すごい今温度上昇しています。冷たい風は出ているんで冷えるとは思うんですけど、もう出発しないといけないんで、また明日ですね、お昼暑い時にシェードしてどのぐらい温度下がるか検証してみます。これ屋根なんですけど、ここは断熱が入ってます。なんで今太陽の熱ガンガン当たってるんですけど、そんなに熱くなってません。こういったシェードフロントもありますんで、全てきちっとすれば温度は下がってくると思います。サブバッテリーはレノジーなんで、これアプリで残量など見えます。残り 92% ですね。で現在エアコン使っていて消費電流が 24A です。ここ見てもらったら分かると思うんですけど、なんとヒート機能もあります。リチウムバッテリーって基本電化になると充電できないんですけど、これなら安心ですね。今から行くところなんですけど、この奈良県の山奥忍奥野というところに超秘境の温泉があります。黄金色の温泉なんです。そこ前からずっと行きたかったんですけど、今調べたら空いてるみたいなんで行ってみます。それでは安全運転で再出発します。山に入ってからもうずっと右へ左へのコーナリングは連続して続いています。
この車は仮装されているんで重さが通常より増してます。なのでコーナリング時左右への傾き気になるかなと思ったんですけど、ノーマルのアトレとほとんど変わらないですね。これは山の人巡りがはかどります。急な上りがずっと続いています。ただこのアトレターボもありますので余裕です。少し速度は落ちるんですけど、もうアクセル踏み出すとぐいぐい進んでくれます。この辺はキャンピングカーに比べるとかなりのアドバンテージがあります。なんかもっと山道へ山深いところへ進みたくなるような車です。すごい楽しいです。はい、このダムの上を走行するように Google マップ案内されてるんですけど、大丈夫なんでしょうか。いや、かなり道細くなってきて、もういかにも野生動物が出てきそうな場所です。うわ、これ対向車来たら嫌やな。なんていう秘境でしょうか。もういかにも野生動物が出そうな雰囲気です。下ると温泉があるようです。それでは行ってきます。塩の葉温泉山田はすごい人でした。ここ入り口入るとこもかなり下るんですけど、お店入ってからもさらに下がっていきます。この下に湖があるんですけど、そこの水面近くまで下がりました。あれが温泉の成分流れたとこなんですけど、あんな感じで温泉の成分で水が濁っていました。あんなに濁ってる温泉は初めてです。いやー、来てよかったです。でこういった山の中の人巡りの時もこういう軽だったらどこでも行けますね。こんな感じで路上駐車は絶対キャンピングカーだったらできないと思います。もう日が暮れそうです。ここから山降りて川沿いに車着スポットありましたんで、そこで車着します。次は下りが永遠に続きます。上りよりもさらに慎重に安全に行きます。すっかり日が落ちてきました。まもなく車着スポットに到着するんですけど、何回か行った場所なんで暗くても安心です。はい、到着しました。かなり悪路の河川敷です。とりあえず4区に入れときます。よく来る河川敷の無料キャンプ場なんですけど、今日は誰もいません。ただ道路はすぐ横なんで安心です。ここの足元がこんな感じで砂利なんですよね。なんで4区じゃないとスタックしてしまうかもしれません。やっぱりこういった河川敷も来るなら4区は必須ですよね。そうすると車着スポットが無限に広がります。それでは車中泊のセッティングしていきます。まずはシェードをつけます。これはアトレ純正のシェードのようです。ここもぴったり合うようになってます。サイドも純正のシェードがあります。外がかなり涼しいのでこの窓開けときます。こちらはオプションのエクステンションウィンドウになります。ここ開けて、でこれを押すと空気が入ります。網戸にしておきます。ここ開けるだけでも涼しい風が入っています。現在車内は 23.3 度、外が 16.3 度。もうクーラーいらないですね。クーラーは明日のお昼また実験します。キャンピングカーのサブバッテリーなんですけど、現在は 99.5% ですね。走行充電は 30A で入力されるため、サブバッテリーが容量 100A だったら 3,4 時間で満充電になります。このキャンピングカーリチウムバッテリー 200A あるんで大丈夫なんですけど、一応予備でポータブルバッテリー持ってきました。調理の方はポータブルバッテリーを使用し、クーラーとこの車内の照明はキャンピングカーのサブバッテリーを使います。
過したため、駐車監視モードを終了します。それではいただきます。温泉入ってからこの瞬間のために水も飲んでませんでした。なので体に染み渡ります。なんか夜になってまた雰囲気がガラッと変わりました。この間接照明すごいいい感じです。ここのスイッチパネルの一番左、これが間接照明の調光になります。でこれ押すとなんと色変わっていきます。白、ナチュラル、アンバー、そしてオフになります。この調光の横のスイッチ、これはメインの照明になります。でその横はナビが起動します。テレビとか見れます。でその横はインバーター、こちらの AC コンセントが使えるようになります。でその横はこれ USB が使えます。で一番右、こちらが2室のライトになります。2室のライトはこのセカンドシートですね、ここにあります。そして照明の下、こちらは FF ヒーターです。これオプションなんですけど、軽自動車に FF ヒーターつけれるのすごいですね。そしてこの下のマットなんですけど、この生地が色選べるようです。あとはこの生地、これは布みたいな感じなんですけど、レザーのように防水の生地も選べるようです。それではまだまだビール買ってきてますんで、おつまみいただきながら飲んでいきます。おつまみ作っていきたいんですけど、九州行った時にごまサバっていうのがありまして、それがもう本当に美味しかったんですね。で今回サバ売ってなかったんですけど、この美味しそうなカツオは売ってました。なんでごまカツオ作ってみます。このフリーザバッグの中に調味料を入れて、カツオも入れて和えていきます。まずはすりごま大さじ2で、今回すりごまなかったんで家から普通のごま持ってきました。こちらでごま吸っていきます。うわ、すごいごまのいい香りがしてきました。あとは調味料、醤油、みりん、料理酒、これを大さじ1入れて、生姜を少し入れます。軽く混ぜます。うわ、すごいいい匂いします。これはもう間違いないと思います。ここにカツオのたたきもネギごと全部いっちゃいます。じゃあこれでしばらく放置します。お皿なんですけど、今日はシンクのない車ということで洗い物なしでいきます。まずはサランラップを敷きます。これで水分はもう通さないんですけど、サランラップ破れやすいんでクッキングシートをかぶせます。はい、これでお皿完成しました。それでは冷蔵庫で冷やしていたごまカツを開けてみます。うわ、すごいいい匂いで全体にごまがまぶさってます。うわ、もう腹ペコです。それではこちらいただきます。で今日なんですけど、もう家のようにテレビ見ながら食べたいと思います。テレビ見るにはまずナビのスイッチを入れて、インバータースイッチ入れます。そうするとサブバッテリーでこのナビが立ち上がります。でテレビワンセグで見ます。次はこのテレビなんですけど、インバーターつけたことによって AC 電源つけられるようになりました。で電源つけます。はい、これでナビに映っているテレビがそのままテレビに映りました。いや、もうこうやって見ると軽自動車の中とは思えないですね。それではビール飲みながらいただきます。
ごちそうさまでした。動画は撮ってなかったんですけど、サーモンや豆腐などもいただきました。それでは片付けていきます。ちょっと汁が残ってるんで、キッチンペーパーで吸わしてゴミで捨てます。下全然汚れてないですね。大丈夫です。ゴミなんですけど、今回魚の汁など匂いが出るもんありますので、この防臭袋こちらに包みます。はい、これで匂いはもうしません。ゴミなんですけど、この下ですね、広大なスペースがあります。でこっち側はシュラフなど入れてますんで、この下入れたいんですけど、テーブルとか毎回抜かすのめんどくさいんで、この運転席を前に倒すとここに隙間ができます。でこんな感じで下にアクセスできますんで、これでゴミ溜めていきます。防臭袋ちょっと高いんですけど、匂い全くしなくなりますんで、車中泊にはかなりおすすめのアイテムです。じゃあもうベッド展開して歯磨きも済まして、ゆっくりテレビ見ながらくつろぎます。シュラフはこの下に置いています。それでは照明を断熱色にして暗さも少し下げときます。これ荷物どうしましょうかね。もうテーブルはこのまま行きます。これ置いたままでも十分眠れるスペースがあります。この荷物はもうこのテーブルの上上げちゃいます。テレビはこんな感じで動きます。これですっきりしました。でこのベッドのサイズなんですけど、長さが180センチ、横幅が121センチなのでセミダブルぐらいの広さですね。大人2人大丈夫です。やっぱりこの12ボルトクーラーが超薄型で全然出っ張ってないのと、シンクもないので、この足元がすごい広いですね。このテーブルを置いたままでも十分一人で眠れるスペースもありますんで、このベッドの広さはこのキャンピングカーの売りだと思います。歯磨きします。今回シンクないので、この凝固剤と防臭袋の S2 枚、そしてこちらはキッチンでよく使うゴミ袋をかぶせる台です。まずはこちらに防臭袋をかぶせます。ここに凝固剤を投入します。あとはもう歯磨きしてゆすいだお水をこの中に入れて二重にして固めて一般ゴミで捨てます。はい、じゃあこれは処分します。今日一日照明などを使ってみて、サブバッテリー残量なんですけど 84% ですね。まだまだ大丈夫です。やっぱりクーラー使わないと全然減らないですね。車内の温度は20度、外気温 14.4 度とかなり低いんで、もう窓は閉めときます。じゃあもう照明は最後こちらメインのやつ切って完成照明だけで寝ます。ちょっと暗めにしておきます。わあ、すごいいい空間ですね。これはぐっすり眠れそうです。今日アトレで一日ワインディング走ってみて思ったんですけど、やっぱり走行性能って大事ですね。走っていてすごい楽しかったです。車内も広くて快適でした。でも一つすごく気になること、実際に車中泊してみて分かりました。明日もいろいろ使ってみて最後にまとめてお伝えします。うわ、暑っ。汗かいて目覚めちゃいました。現在の気温が車内が34度、外は22度と快適ですね。シェード全面してたんですけど、やっぱりこれ鉄板なんで太陽が上がると外気温よりプラス12度ぐらい暑くなります。直射日光当たってるシェードのところなんですけど、ほんのりあったかいですね。天井は断熱されてるんでそんなにあったかくなってません。あ、この鉄板のところですね、すごい熱くなってます。この ARB も直射日光当たって熱くなってますね。反対側、こちらは直射日光当たってないんですけど熱くなってません。ちょっとドア開けて外の空気入れます。
涼しい。季節的にもうクーラーの実験が難しいかなと思ったんですけど、今日は暑くなりそうなんで良かったです。クーラーの実験が後でできます。このマットの寝心地なんですけど、意外と痛くありませんでした。これ結構ね、薄いんですよね。こんな感じで本当に指2本ないぐらいですね。なんで多分痛くなるかなと思ってたんですけど、痛くなりませんでした。今回はシュラフをくるまって寝ていたんで、この間にシュラフの生地が入ったのも大きいと思います。それでは着替えて朝の準備していきます。今着替えるために一瞬だけ閉めたんですけど、もう本当に1分2分で車内が暑くなって汗が出てきます。キャンプ場なんでもう後ろも開けときます。いや、この景色最高ですね。朝のお茶飲みながら景色を堪能します。それではこの絶景見ながら朝ごはんいただきます。今日の朝ごはんなんですけど、このシンクのない車でどこまで普通の日本食食べれるかやっています。焼き魚、ご飯、味噌汁、納豆です。ご飯はレトルトパックを使います。これ通常電子レンジなんですけど、この炊飯器でも美味しく炊けることができます。まずは炊飯器にこのクッキングシートを敷きます。そしてこのご飯をほぐして中に入れます。クッキングシートのこのソドットですかね、ここに直接お水を少し入れます。あとは炊飯スイッチを押して15分ぐらい放置します。そうするとこの汚れもつかなくてご飯が炊けます。今回フライパン使って IH 処理器も使えますんで、この炊飯器はキャンピングカーの電源で炊いていきます。次はフライパンでししゃも焼いていきます。このフライパン用アルミホイルクックパー敷いて汚れ防止します。はい、10分ちょい炊きましたんで、ご飯できてるかチェックします。あ、できてますね。大丈夫です。じゃあもうこのままいっちゃいます。結構本格的な朝食ができました。それではいただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。それでは片付けていきます。はい、フライパンもお皿も綺麗です。この納豆の容器の中に全部ゴミ収まりました。炊飯器なんですけど、水蒸気が少しついてるだけです。こちらも汚れはないんで拭き取って終了です。はい、最終サブバッテリーの残量は 84.9% です。照明や先ほど炊飯器も使ったんですけど、バッテリーが減ってない理由なんですけど、屋根にですね、オプションの 175W のソーラーパネルがついています。今からまた走行しますんで、バッテリーは 100% になると思います。この後で残り気になるポイントなんですけど、この薄型の 12V クーラーですね、冷えるのか最後検証します。そしてもう一つ走りなんですけど、このアトレイは追従型の ACC アダプティブクルーズコントロールがついてます。高速道路で設定速度にすればその速度で走ってくれます。そしてなおかつ前の車に追従してくれます。ただですね、以前自分この新型アトレが出た時にそれ試したんですけど、結構不安定だったんですよね。片側1車線のバイパス道路を走っている時に反対側の車すれ違う時にそちら側に焦点が合ってしまって追従がキャンセルになってました。あれから2年ぐらい経ったんで、もしかしたらもうアップデートで治ってるかもしれません。今日はそれを確かめるためにバイパス道路を走行し、その後イオンモールで買い物している間に 12V クーラーの検証をします。はい、準備 OK です。ゴミはこの下に置いていました。まだまだ余裕あります。
それでは砂利道は引き続き4区で走行し、バイパスに入ったら2区に切り替えます。はい、それではバイパス道路に入ります。合流します。ここは制限速度70キロですね。はい、合流完了しました。早速なんですけど、クルコン設定していきます。まずはクルーズボタンを押します。そして次セットボタンを押します。そうすると現在走っている速度でクルーズコントロールがセットされます。キャンセルする場合はもう一度クルーズボタンを押せばキャンセル、もしくはブレーキを踏めばキャンセルされます。そして次は速度調整プラスマイナスボタンで速度調整します。車間距離は一番この右のボタンで3段階変えれます。このバイパスは片側1車線なんで、この対向車が結構近いんですよね。で、前にこの後で試した時にこの対向車をご認識して前の車の追従が外れてました。これが何回もありました。で、今回もこのモードで1時間ぐらい走ってみて、それが変わってるのか検証します。やっぱり追従型クルコン楽ですね。今前の車詰まってきて速度が60キロまで落ちてるんですけど、後でも自動で60キロまで速度を落としてくれました。はい、出口まで来ました。前は ACC 追従外れたんですけど、今回大丈夫でした。もしかして良くなってるのかもしれません。ただ気になる点なんですけど、速度を保っている時に結構ブレーキ踏まれてました。自動でもうちょっとアクセルを緩めてスムーズに追従してくれたら嬉しいんですけどね。奈良県のイオンモール到着しました。じゃあ太陽が当たってるところで駐車します。ちょうどお昼時なんで太陽が真上でよく車に直射日光が当たっています。シェードしていきます。はい、シェードしました。外の温度計なんですけど、これ今から影になっていきますんで、ここに設置しておきます。締め切るだけで一瞬で熱くなります。現在の車内の温度は約28度で、外気温29度まで上がってきました。もう涼しくなって実験できないかなと思っていたんで、熱くなってくれてよかったです。これ操作方法なんですけど、画面ちらついてるかもしれませんが、オートとマニュアルあります。で、昨日マニュアルの一番風量強い時より、このオートで設定温度を一番低くした時の方が風量強かったんで、オートの18度設定でいきます。現在のサブバッテリー残量は 98% です。涼しい風来てます。基本的に向こうの方に向けるような感じでいきます。それではこのまま1時間ぐらい放置して、また帰ってきてから温度とバッテリー残量を調べます。はい、1時間経ちました。日光もガンガン当たっています。どうでしょうか。入ってみます。車内は涼しいです。このクーラーの前の温度計は22度まで下がっています。ちょっと離れたこのテーブルの上は 24.8 度まで下がっています。ちなみに外の温度計は現在 29.9 度、ほぼ30度ですね。そしてサブバッテリーの残量は 70% ですね。約1時間と15分で 20% 近く減りました。この調子でいくと残り3時間10分使えると表示されています。なのでサブバッテリー 200A でお昼暑い日に使うと4時間ぐらい使える計算になります。これ夜中だったら8時間余裕で持つと思います。こんなに薄いのにすごいですね。一つ気になるのはこの風ですよね。そんなに強くありません。でこれオートなんですけど、設定温度を一番低くしています。これをマニュアルモード、こっち側のつまみで風量調整できるんですけど、これでもそんなに強くなりません。ただこのマニュアルモードの良さは電流が減るんですね。今マックスで 19A なんですけど、これ小に下げると 12A に減りました。こういった DC12V クーラーっていうのはもうオンかオフだけなんですけど、この調整つまみで電流を下げることもできます。家庭用クーラーのインバーターに近い使い方ができます。最後にこのクーラーの騒音だけ検証しておきます。この約 1m ぐらい離れた場所、このテーブルの上で騒音検証します。78dB でした。なんか数字以上に中は静かに思えます。でこれ今風量強なんで一度一番弱にしています。はい、60dB とかなり静かになりました。やっぱ風量強でつけてるときはこの下にある静かい機の音がブーンっていうのがよく聞こえています。それでは最後にこのアトレで実際に車中泊してみて
感じたメリットデメリットをお伝えします。場所を移動しました。走行編からお伝えします。まずはデメリットなんですけど、この運転席ですね、結構前目にしています。というのもこの車中泊モードのまま移動しようとすると、ここの板つけています。そうするとここがあんまりクリアランスないんですね。なのでシートポジション後ろの方はこれしんどいと思います。毎回この板だけ外して乗るときはシートを後ろにするのがいいかなと思いました。ちなみに自分はこのシートポジションで問題なく運転できました。次メリットなんですけど、もう走りは軽自動車の中ではトップクラスです。今回ワインディングとバイパス道路も走ったんですけど、この仮装された状態でもよく曲がり、坂道は問題なく上り、おまけに ACC 付き。今回長時間運転したんですけど、山にバイパスと快適でした。しかも ACC 良くなっていました。前は追従よく外れていたんですけど、今日は外れませんでした。ただこの良くなった ACC、一つだけ気になるポイントが、前の車との車間距離調整が結構急な加速でブレーキで調整していたので、よく後ろのブレーキライトが光ってました。ホンダ L 版のように車間距離保ってほしいですね。不満はそのちょっとしたことだけで、もう走りは完璧です。次は車内編をお伝えします。まずはデメリットから。まず1つ目、大きいデメリットなんですけど、頭が自分つきました。この上が一番高いところと思うんですけど、背筋伸ばせません。自分の身長は170センチです。これは盲点でした。やっぱりキャンピングカーは実際に中で過ごさないとわからないことが多いですね。普通に背筋伸ばせないんで、ちょっとこんな感じで軽く丸めるような感じですね。これだったら問題ないです。やっぱり普通に座れないのは結構ストレスだと思います。人の座高によって変わるので、一度乗ってみることをお勧めします。肌感では身長165以下ならいけるかなと思います。あとお座敷モードでずっと過ごしていたんですけど、この足が下ろせないんで、やっぱりちょっと窮屈に感じました。たまにこうやって足伸ばしたりしていました。ただここのマットはこんな感じで外して、こうすれば足は下ろせます。横向きレイアウトにして足を下ろして、ここにテーブルか何かを DIY すれば、これは問題解決できそうです。2つ目のデメリットなんですけど、この下に冷蔵庫入ってるんですけど、すごい取りにくかったです。このマットがですね、引っ掛けるとこないんですね。なんでちょっと持ちにくかったのと、あとこれ冷蔵庫開けるときにこのマットがですね、また持っておかないといけないんで、こんな感じで片手になります。なんかストッパーか何かと、あとこのマット上げるときに紐か何かあれば問題は解決しそうです。次のデメリットは、この降りるときコツがあります。やっぱりこれ高さありますんで、この靴収納するところも中に入ってますんでコツがあります。これ結構高さあるんですよね。で靴入れるところがここの中なんで、実際に入るときは一旦ここに座ってから靴を手で脱がして、でこの中に入れる感じになります。これは最初から乗り降りしにくいやろなと思ってたことなんですが、やっぱり乗り降りしにくかったです。このマット全体は取らなくていいんで、このちょっとだけでも取れたら、玄関作れたらだいぶ楽なんですけどね。この辺は DIY でって感じですかね。次のデメリットは、この車のデメリットというわけではなくて、軽バンコン全部ですが断熱が弱いです。これも車中泊する前から分かっていたことなんですが、一応キャブコンと比べてお伝えしておきます。外気温の変化にすごい弱かったです。このルーフは断熱されており効果ありました。そしてこのガラスフィルムなんですけど、12345個ですかね、それは断熱フィルムを貼っております。オプションです。ただ周りはやっぱり鉄板なんで、直射日光当たるとかなり温度が上昇しました。外気温22度、中は34度で、朝との夜の温度差すごかったです。もう10月なんですが、締め切っては中折れませんでした。ドアを開ければ涼しい風が入ってきます。キャンプ場などだったら大丈夫なんですけど、道の駅やサービスエリアは開けにくいので、車中泊の場所が限定されますね。あとはこのシェード、簡易的なやつじゃなくて断熱遮熱が必要だと思いました。ただバンコンすごいいいなと思ったのは、この車内がすごく暑くなってもバックドアを開けたら一気に空気入れ替えます。それは本当に羨ましいなと思いました。次メリットなんですけど、まず1つ目、この超薄型クーラーがついている、もうこれに限りますね。場所取らないので画期的です。この超薄型クーラーに関してはいろいろ検証してお伝えしたいこともありますんで、後でまとめます。2つ目の車内のメリットは、このセカンドシート下収納ですね。これがかなり広くて助かりました。まだまだ余裕があります。今回上部収納が少なくて心配していたんですけど、問題なく過ごすことができました。前まではこの下に土台があったそうです。でその上にマットを置く仕様でした。で2024年モデルからここに棒が入ったことによって、ここ全部が収納に使えるようになったそうです。
このマットすごい使い勝手よくて、このマジックテープがそんなにきつくないんですよね。取りやすい程よい強さです。これ結構ね硬くて開けるの大変という場合も多いんですけど、これはちょうど良かったです。で次ここの角の R ですよね。普通こんなん一直線でパッてやっちゃうんですけど、このマットは綺麗に合わすように R があります。これは手間かかってると思います。次細かいんですけど、ここにハイネスファンがついてます。ここなんですけど、冷蔵庫の熱とインバーターの熱が結構こもって熱くなります。40度以上になるとハイネスファンが回り、熱い空気を外に出してくれます。夏場こういった冷蔵庫とかインバーターの熱かなり車内に入ってきて、クーラーの効き悪くなります。細かい気遣いですが、これは嬉しいですね。次のメリットは何といってもこのベッドの広さですね。クーラー付きではこのクラスナンバーワンの広さじゃないでしょうか。納期がなんと半年なんです。めっちゃ早いですよね。やっぱり新車ですぐ手に入るのはかなり魅力的だと思います。それでは最後にこのクーラーについてお伝えします。まず冷えについて心配していましたが、今回外気温約30度でテーブルの上の温度は25度とまあまあ冷えました。ただ車内キンキンには冷えていませんでした。これが33度34度超えてくるとどうなるかですね。動画内でもお伝えしましたが、風が弱いんですね。この辺はよく冷えていたんで、このテーブルの上にサーキュレーターとかで前に送れば全体が冷えそうな気もします。一つ気になる点がこの冷気の吹き出し口、ここなんですけど、車内の空気の吸い込み口はこのセカンドシートもここなんですね。冷気は下に溜まるんで、これがどう影響するのかは実際に夏になってみないと分からないですね。今度はもっと暑い日に検証してみたいです。しかしこのクーラー自社開発ですごいですね。どんどん改良されていくと思います。これから夏はどんどん暑くなります。選ぶならクーラー付きのキャンピングカーがいいと思います。今回車中泊してみて強く感じたのは、この車正しい使い方としては、車内ではご飯食べない、寝るだけという感じであれば、さっきいくつか挙げたデメリットほとんど解消されます。クーラー付きで夏も快適に車中泊できる低価格のキャンピングカーとしてありなんじゃないでしょうか。自分で使いやすいように DIY すれば自分なりのキャンピングカーが出来上がると思います。あとは高さだけですね。気になった方は愛知県のエムザートさんに展示車ありますんで、実際に座ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。今日はこちらのダイハツ新型アトレーのキャンピングカー仕様を紹介します。今実は自分の愛車軽キャンピングカーインディ727の水道ポンプを修理しにいつもお世話になっている大阪のビルダーさんに来ました。すると発売されたばかりの新型アトレーのキャンピングカーができたということなので、急遽カメラ回してます。こちらはマリナ RV さんから発売するベースというモデルになります。製作はこちらのパパビルダーさんです。このアトレー、なんといっても納期が早いんです。今で約6ヶ月です。価格も200万円台からと、キャンピングカー初めて購入する方にとってはかなり手を出しやすい、ミニマムな普段使いもできるキャンピングカーとなっています。軽バンタイプでは珍しい対面シートレイアウトとなっております。自分はアトレの CM に出演させていただいた時、ノーマル状態の内装を見させていただきました。それがキャンピングカー仕様にどうなっているのか楽しみです。あとは走りが気になります。その辺も体感し紹介したいと思います。それでは簡単にスペックを紹介します。乗車定員4名、就寝定員2名、エンジンは 660cc ターボです。軽バン初の FR 用 CVT を採用し、燃費、トルク、静粛性がアップしてます。追従型のクルーズコントロールで長距離運転も楽ちんです。価格が2区264万円から4区で279万4000円からです。それでは外装から見ていきます。まずはフロントです。顔つきどうですか？実際見ると結構かっこいいんですよね。この辺は好みが分かれるところですが、すごくいい印象です。そしてこれですよね。電動格納ミラーになりました。一回格納してみます。
じゃあ展開します。これは楽ちんですね。フロントのライトが LED になりました。どんな光り方するのか気になるんで一回確かめていきます。ライトオン。ハイビームいきます。ハザードいきます。それではサイド見ていきます。両側パワースライドドアです。ここワンタッチで開きます。これは本当楽ですね。そしてこちらはオプションのルーフキャリア、ソーラーパネルが装着されてます。リアになります。下には外部コンセント、こちらもオプションですがついてます。ここですね。簡単に外れて、ここから外部電源が入力できます。最大積載量は 350kg です。こちらに JALBA のステッカーが貼ってます。なのでこちらの車両は日本 RV 協会に登録されてます。安心ですね。足回りなんですけど、こちらはオプションの14インチのホイールが入ってます。かなりかっこいいですね。14インチなんでふらつきも少なそうです。ノーマルが12インチのホイールです。今回こちら試乗もさせていただきますので、後で走って違いを体感していきます。それでは運転席お邪魔します。これもキーレスですね。ワンタッチロック解除します。おお、かなりいい感じですね。で、座ってみて頭上のヘッドクリアランスなんですけど、運転席右下にエンジンのスタートストッププッシュ式あります。アイドリングストップこちらにあります。あとは横滑りオフや衝突安全で、運転席から後方ドアの開け閉めもできます。ちょっとエンジンかけてみます。ちゃんとタコメーターついてますね。ディスプレイもかなりかっこいいです。真ん中に平均燃費が出てます。右側がスピードメーターです。そして何といってもこちらですよね。全車速追従機能付き ACC アダプティブクルーズコントロールつきました。これ渋滞時もそうなんですけど、高速道路も前の車についていってくれます。キャンピングカーで夢のクルーズコントロールつきました。これなら長距離も全然へっちゃらですね。こちらも実際に走行してみて体感したいと思います。それでは中に入らせていただきます。もう中のレイアウトは対面式のソファーになってます。うわ、やっぱりこれ楽ですね。うわー、すごい。で、靴置くとこはないんでここで脱いで入ります。すごいな。いや、軽ワゴンとは思えないですね。なんといってもこれ膝曲げて座れるんですね。これはかなり楽です。こちら運転席と助手席倒してます。この後ろが背もたれになってます。この運転席と助手席を倒さないといけない煩わしさはあるんですけど、この広さはすごいですね。もう2人で食事は余裕。ご飯食べるだけなら4人でも全然いけると思います。なんて言うんでしょうか、チェーン店の居酒屋、その個室の感じがすごいします。まるで鳥貴族に来たようです。この椅子の高さはあまり上げすぎると天井も頭つくし、これ以上下げると座りにくくなる、その辺のギリギリの高さだと思います。こちら今対面式のソファーなんですけど、一度走行モードに変えてみます。まずはここの間にあるこの台を取って、そしてリクライニングを戻します。あとはスライドレールを後ろに下げて
これで完了です。後ろの2列目なんですけど、ここの紐を上に引っ張ります。持ち上がります。そしてこちらを展開すれば2列目完成です。こんな感じであれば運転席と助手席2人、そして後ろに子供1人、チャイルドシートも付けられます。こんな感じで普段使いもできそうです。内装なんですけど、この天井に防音断熱加工が入ってます。こちら外から見た状態なんですけど、ノーマルの状態だったらかなり音が響くそうです。で、断熱防音加工をすればこんな感じで閉まった音に変わります。これしてないとかなり雨音もうるさいそうです。天井断熱はオプションなんですけど、ぜひやりたいですね。で、この横、この辺とかは何もしてない状態です。床も何もしてない状態です。それでは電気のスイッチ類見ていきます。ここにパネルがあります。これ面白いんですけど、サブバッテリー積んでなくてポータブルバッテリーを積んでます。こちらは弱離線です。コストを抑えるためにこういったのもありですね。ポータブルバッテリーの DC から電源を取ってます。ここがメインの照明です。ここがスポットライト、キャビンライト、ワークライト、でこのステレオを押すとナビの電源が入ります。こんな感じで後ろのモニターにナビのテレビを映すことができます。いやー、これ最高ですね。職場のお昼休憩とかここでご飯食べながらテレビ見て過ごしたいですね。窓なんですけど、こちらは3面オプションの遮熱フィルムが貼られてます。夏場はかなり熱遮断してくれると思います。そして問題の窓の開閉ですね。後ろがこんな感じでこんだけしか開きません。なので換気問題ですね、考えないといけません。運転席や助手席の窓は全開になるんで、こちらから換気するシステムもいいかもしれません。で、ダイハツ純正の窓のシェードが網戸になるんですね。こちら一回つけてみます。純正のシェードがこんな感じで布になってます。で、ここにマグネットと、あと下がこんな感じでマジックテープになってます。一度取り付けてみます。こんな感じで簡単にすぐにシェードが取り付けられます。で、ここを開くとこんな感じで網戸になります。外から見るとこんな感じです。半分だけ網戸になります。ここの隙間ちょっとあるんですけど、なんか DIY したらかなり密閉できそうです。これも一回車種枠で試してみたいですね。テーブルなんですけど3つあります。この今ポータブルバッテリーが乗っている小さいテーブルですね。ここと反対側にテーブルがあります。一番大きいのがこの動くテーブルで、大人2人がご飯食べるぐらいの広さは全然あります。これ一回外してみます。これが外れて、で下にこの支柱が残ります。でこちら緩めて回せばロックが外れます。こちらのメインのテーブルはこんな感じで足が出てきます。そしてここのレールにはめるとこんな感じでアウトドアテーブルにもなります。キャンプ場とか良さそうですね。そしてこのメインテーブルなんですけど、もう一個使い方あります。このサイドのテーブルの下にネジがあって、それを緩めるとこんな感じでちっちゃい台が出てきます。これでちょっと締めて固定します。そしてこの上にメインテーブルを置きます。
反対側はこんな感じでキャンピングカーのストッパーになってます。そうすることによりこのリアでテーブルが使えるようになります。ここは足も入りますんで、寝るときとかこのまま使えますね。収納なんですけど、まずはここですね。ベッド展開した時に一番大きいスペースになると思います。そして次がここ、こんな感じでここ1箇所2箇所縦長の小物入れる収納スペースがあります。次は一番後ろですね。ここ中からアクセスできます。今はこの大きい冷蔵庫入ってます。ここは後ろからもアクセスできます。ある程度の長尺物も入りそうです。それではベッド展開しています。今回2回目になります。恒例のタイム測っていきます。今回1分かかってしまいました。テーブルはすぐ外せたんですけど、このソファーがまだ新品だったんでキツキツで硬かったです。何回かでいったらすんなり入ると思います。なので通常だったら30秒ぐらいあればいけるかなと思います。はい、こんな感じで170センチの自分が寝ると足を伸ばしてもこのぐらい空いてました。全長が190センチ、そして横が125センチなので大人2人大丈夫ですね。ちょうどセミダブルのベッドだと思います。はい、自分だったらこんな感じで横に座ってテーブル出して使うかなと思います。この状態だったら運転席もいけると思います。一回やってみます。いやー、新型アトレキャンピングカーワクワクします。これ出来たてほやほやなのでまだオプションも変更になる可能性があるということです。なので問い合わせ先は概要欄に入れておきます。そしてこの動画編集が間に合ってるかわからないんですけど、今週末大阪キャンピングカーショーで展示されるそうなので気になる方は行ってみてください。それでは最後に1日触ってみて感じたメリットデメリットをお伝えします。まずはメリットから、なんといっても新車で納期6ヶ月で手に入るのが一番大きいと思います。そして走りはキャンピングカーの中でずば抜けています。そして次はデメリットです。まずはオプションで F ヒーターがないんですね。なので冬場は電気毛布やカセットガスなどしっかり換気して対応しないといけません。あとはもう軽自動車の宿命なんですけど、収納が少ないのでこの辺をどうカバーするか工夫が必要になってきます。個人的に気になるのが天井の防音断熱加護です。車中泊してみて実際どうなるのか、そしてこのレイアウト使ってみて実際どうなのか、この後しばらく借りることになりましたので、実際にこの新型アトレイキャンピングカーで車中泊旅行ってきて体感してお伝えしたいと思います。いやー、めちゃくちゃ楽しみです。特に走りですね。なんか聞くところによるとエブリィのターボ乗ってる方がこの新型アトレに乗ると
こっちの方が早かったと言っていたそうです。実際の車中泊旅でこの CVT ターボどんな活躍してくれるのかワクワクします。いただきます。今、奈良県のセブンイレブン葛城勝根店にいます。今日はですね、この新型トレーキャンピングカー仕様で2泊3日の車中泊旅行ってきます。キャンピングカー仕様って実際どうなんでしょう。普通に軽バン購入して DIY した方が安くていいんじゃないかって思いますよね。自分も少し思ってます。キャンピングカー仕様のどういうところがメリットになるのか、旅を通じて体感してお伝えします。今回は紀伊半島の車中泊旅になります。1日目は一般道山道を走ります。2日目は高速道路旅です。走りについてなんですけど、なんといってもアダプティブクルーズコントロール軽バンにつきました。自分昔ホンダの N ワゴンで体感したんですけど、これすごいです。体感してない方本当に損です。長距離走るキャンピングカーこそ必要な装備だと自分は思っていたので楽しみです。欲しくなったらどうしよう。車内なんですけど、こんな感じで綺麗に収納できました。この天井のところにこんな感じでティッシュなど入れてます。一番大きいところ、リアの床下にこんな感じでクッカーとか調理道具持ってきました。シュラフもこの中に入れてます。で、後ろから見て左側、こちら側はインバーターなど電気関係積んでますんで、ここはもう何も入れてません。今日の車中飯はコンビニで簡単に作れる車中飯を中心に作っていきます。でまず収納していきます。はい、余裕ですね。この対面シートの下に少し奥行きのある収納があります。これがこんな感じで椅子になります。こっちにもあるんですけど全然余ったんで、これはお土産とかを買って収納したいと思います。はい、今回こちら DIY しました。これなんですけど、アトレーの後ろの窓がポップアップ式なんで全開になりません。なので換気しにくいので自分でプラダンで作ってきました。こちらまた後で説明したいと思います。ここに扇風機はめます。冷蔵庫は8リッターの小型タイプ持ってきました。ポータブルバッテリーは小型タイプ持ってきました。エコフローのリバです。ポータブルバッテリー置きありますんで、ここに置いてみます。あ、余裕ですね。これで大丈夫です。で、ここの DC ソケットにつなぎます。そうすると電気がつきます。エコフローリバーなんですけど、容量が 280Wh 小型タイプになります。定格出力が 600W、 最大は 1200W まで大丈夫です。で、こちらのポータブルバッテリー、充電がめちゃくちゃ早いんですね。1時間で約 80% まで充電できます。これは助かります。小型ポータブルバッテリーでこの LED 照明1日使えるのか
今回検証してみます。今残量が 62% です。シガーソケットから走行充電します。ただこれ一番後ろです。でもなんとここにシガーソケットの入力があります。そしてここに入力します。一回エンジンつけてみます。エンジンつけて入力が 59W です。やっぱりシガーソケットからなんでそんなに入力は高くないです。この小型ポータブルバッテリーは電気だけで使いたかったんで、料理の電力は別のポータブルバッテリー、同じエコフローのリバープロ持ってきました。これで料理は使っていきます。いやー楽しみです。はい、それでは安全運転で行ってきます。新型アトレー CVT ターボの燃費気になりますよね。今回一般道山道走りますんで、一度ガソリン満タンにして満タン砲で明日燃費測れます。レギュラー168円ですね。アトレの給油口はここにスイッチがあって蓋が開きます。はい、満タンになりました。トリップメーター0にリセットします。さあこれで燃費測っていきます。はい、まず乗り出して感じるのがすごいスムーズです。スーっていう感じで進んでいきます。低回転のトルクもあるので街乗りはめちゃくちゃ快適です。 CVT なんで変速がないんで、もう変速ショックもなくすごい快適です。エンジンがずっと美味しい回転数を維持してキビキビ走ってくれます。これ一回信号のストップ&ゴーで制限速度まで何秒で加速できるかやってみたいと思います。いやーめちゃくちゃ速かったです。今ベタ踏みで制限速度まで走ったんですけど、もう背中にグッて押されるような感覚で、軽バンってこんな速いんですね。このぐらい速かったら交通の流れをリードできると思います。あとは坂道、今から山行きますんで力強く登ってくれると思います。ワインディングも楽しみです。今アイドリングストップで止まってます。ここにね待ってる間表示されてます。これはまた燃費向上になりそうです。このアトレフロントウィンドウも大きくてサイドミラーめちゃくちゃ大きいんですね。なので視認性抜群です。一般道しばらく走っていて乗り心地なんですけど、路面のギャップも綺麗にいなしてくれるんですごい乗り心地いいです。多分後ろの人は眠たくなるんじゃないかなと思います。はい、今から山の中入っていきます。これから上りが連続します。で今夕方前なんですけど、お昼ご飯食べていないのでどこか駐車場で軽く食べたいと思います。今電光掲示板で外の温度が9度と表示されてました。今から標高上がってきますんで夜はかなり冷えると思われます。はい、上りに入りました。かなりきつめの上りです。今は時速40キロちょっとで走ってます。制限速度50キロなんで一度加速してみます。あ、問題ないですね。上りでも加速できます。いやー上りめちゃくちゃ快適です。なんかずっと軽キャンピングカー、軽キャブコン乗ってる身としてはまるでポルシェに乗ってるようです。そのぐらい快適です。
それでは道の駅で休憩させていただきます。対面シート慣れたら早くできました。で今靴置き場なかったんで一応ここに置いてます。ポータブルバッテリー走行充電が 100% になりました。約1時間ぐらい走行しました。途中お店で奈良県吉野名物柿の葉寿司買ってきました。こちらいただきます。一緒にお味噌汁いただきたいので、この下に収納していたお水とケトル、インスタントのお味噌汁いただきます。この柿の葉寿司めちゃくちゃ美味しいんですよね。いただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。いやーすごい、山の中の空気が美味しいです。道の駅の売店はもう閉まってます。トイレだけお借りしたいと思います。でもう結構暗くなってきたんですけど、行けるところまで行ってどこか途中で車中泊します。この辺はダムがあって池があるので、その池沿いに道が走ってます。なのでカーブはめちゃくちゃ多いです。もう右に左へずっと曲がってます。コーナリングなんですけど、軽キャブコンに比べるとだいぶロールは少ないです。でも普通の車に比べるとやはりロールはあります。しっかり速度を落として安全に曲がってきます。いやーしかしスイスイ走ってきます。なんか軽キャブコン乗ってるとロールもすごくて加速も遅いんですごい慎重に運転するんですけど、この軽バンコン新型アトレだとスイスイ走るんでなんか速く感じます、時間が。ただ簡単に速度出る分十分安全運転に気をつけないといけないなと思いました。はい、到着しました。それでは今日はここで車中泊させていただきます。少し斜めになっているんですけど、このぐらいだったら問題ないと思います。横はもう山で、さっきから多分猿と思うんですけどね、すごい鳴いてます。ここは自然あふれるところです。あ、なんかいますね。崖の上登ってきました。多分猿じゃないですね、鹿ですね。ここの道の駅前回も来たことあります。その時温泉が横にあって閉まっていました。今日は空いてると思いますので後で入りたいと思います。トンビに注意の看板ありました。前ここにクマ注意の看板あったんですけどなくなってますね。安心しました。目の前に川が流れていて、あそこが温泉ですね。電気ついてます。ではさっき
車中泊のセッティングしていきます。それではこちらの布タイプのシェードをつけていきます。ここは磁石で、下はマジックテープになってます。それでは反対側も貼っていきます。やっぱこのシェード結構めんどくさい作業だと思うんですけど、このダイハツ純正の布タイプのシェードはかなり楽ちんです。これがメッシュになります。こんな感じで窓開けると外からの空気入ります。いやー、これいいなぁ。自分の愛車軽キャンピングカーインディ720にも欲しいです。フロントのシェードもこんな感じで布タイプです。これも簡単でした。それではシートのセッティングしていきます。すべてのシェード取り付け終わりました。これ実はこんな感じでちょっと合ってないんですね。ハイジェット用のシェードではなくエブリィ用のシェードです。今回シェードがなかったので急遽用意してくださりました。ありがとうございます。そしてこっちの窓にはシェード取り付けてません。換気扇用のプラダンがあるので取り付けられませんでした。多分大丈夫でしょう。ここしか見えてないんで換気扇つけて目隠していきます。これ昨日自作しました。クーピーチャンネル的にこれだったらいけるんじゃないかなと思って作ってみました。今日は試してみます。今回の換気扇のポイントなんですけど、ここに扇風機を取り付けます。そしてこのプラダン自体はマグネットを裏に入れて、このボディが鉄なんでこれでくっついてます。そしてここですね、ちっちゃい小窓開けてます。これがポイントで、この窓なんですけど、これ2本指で引いてこうやって押すとこれで開くんですね。なので全体を大きくくり抜かなくても済みました。で、閉めるときもこれで引っ張って押して閉めることができます。そして換気扇使う場合なんですけど、ここ吸い込んでもここが開いてるとダメなんで、このマグネットでこんな感じで蓋するようにしました。扇風機はここプラダン受け皿作ってここに置きます。ただこの状態でも落ちてくるんで、輪ゴムをここに引っ掛けます。これで落ちてこなくなりました。今日はこれで車中飯作ってみて、どのぐらい換気するのか確かめてみます。今の気温なんですけど、中が 17.3 度。すごく気になるのが、バンコンの断熱性どのぐらいあるのか気になります。この車両は上だけ断熱材が入ってます。横はそのままです。床もそのままです。で、今日は外にワイヤレスの温度計を置いて、中と外の寒暖差を調べます。それではフロントウィンドウにワイヤレスの温度計置いておきます。それではせっかくなんで温泉に行ってきます。その前に夜ご飯の仕込みしておきます。ご飯だけお水に浸して浸透させておきます。はい、じゃあこれでしばらく放置します。こういった感じで
メインのテーブルともう一つテーブルあるのはすごい助かりますね。いやー、どんな温泉なのか楽しみです。あそこですね、温泉見えてるんですけど、川がありますんでちょっとぐるっと回って行ってきます。ありました、フォレスト上北山温泉。もうすぐ横には綺麗な川が流れてます。明日の朝楽しみです。それでは一風呂浴びてきます。すみません、お風呂ってもう終わりました？お風呂今日は終わっちゃって。わかりました、なんともう終わりでした。今日は入れると思ったんですけど、3月18日まで1時間営業短縮してるそうです。また明日どこか温泉あれば入りたいと思います。それでは車内に戻ってゆっくり過ごします。向こうの方トイレありましたんで、後で利用させていただきます。今現在の車内の気温は 11.2 度、外はマイナス 0.3 度、氷点下入りました。やはり山の中なんでどんどん下がってきます。放置していた無洗米、かなりお水吸ってくれてます。それではこれでスイッチを押して炊飯します。ご飯炊けるまで冷蔵庫に冷やしていたノンアルコールビールいただきます。ご飯が炊けました。それでは今日はコンビニの具材だけで作る缶詰の親子丼作ります。沸騰するまでにこの豆腐ばこれ輪切りにしてお醤油かけたらめちゃくちゃ美味しいんですよね。それではここの上に焼き鳥の缶詰、今回は塩味入れていきます。うわ美味しそう。じゃあ豪華に今回は2つ入れていきます。かなり匂いが充満してきましたんで換気扇試してみます。まずは窓を開けます。はい、これで開きました。スイッチ入れます。運転席の窓開けます。メッシュにしてはい、これで今半分開きました。今弱なんで強にしてみます。かなり冷たい風来てます。こんな感じで空気が循環してます。
いただきます。ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。今日はギャレーないので、ウェットティッシュとキッチンペーパーできれいにしていきます。それではトイレ行くついでに外の様子見てきます。今現在の気温は車内が13度、外がマイナス 1.6 度。空寒いわけですね。中に入って温まります。こんな感じで一人分十分寝られるスペースができました。すっげえな。いや、怖いなこれちょっと。今深夜1時です。もう辺りは真っ暗で、横の川の音しか聞こえません。道の駅の駐車場は他に止まっている車はありません。この横は国道なんですけど、なんか今看板見たらこの先夜間は通行止めになっているようです。今現在の気温は車内が13度、外がマイナス 1.6 度。空寒いわけですね。中に入って温まります。いやー、ちょっと出ただけなんですけど、めちゃくちゃ寒いですね。なんか一瞬ポケットの中に鍵見つからなくて焦りました。なんかこんなんも入ってました。あ、そういえばこれ嫁がお土産でくれました。護身用の笛。これ鍵につけるやつですね。なんかこれもらうときに、もしもなんかあって土の中や瓦礫の中に埋もれたらこれ吹きやって言われました。一回吹いてみます。結構大きい音鳴りますね。周り車一台もいないんでよかったです。今回一人で寝ますんで、このマット、これを3枚あるんですけど、今回1枚置いてきて、ここに2枚だけ引いて眠ります。はい、これで OK ですね。こんな感じで一人分十分寝られるスペースができました。シュラフはこの後ろの下に置いてます。しゃ、はい、 OK ですね。これで寝床完成しました。あとはゆっくりくつろぎます。
せっかくテレビありますんで見たいと思います。ここのステレオというスイッチを押します。これでナビがつきます。ナビ起動しました。これでナビのテレビが後ろのモニターに映ります。あれ、映らないですね。放送局サーチ中です。これずっともう5分ぐらい続いてます。山奥なんで電波届かないんですかね。残念です。それではもう眠ります。今車内の気温が 10.6 度、外がマイナス 1.8 度。これ朝起きたら車内の温度何度まで下がってるんでしょうか。晩婚の寒さ、そしてこの天井断熱、どのぐらい効果あるのか楽しみです。歯磨きなんですけど、もう外行くの寒いんで、今日は凝固剤持ってきてますんで、使い捨て歯ブラシでゆすいで、凝固剤でお水固めて処分します。それではおやすみなさい。おはようございます。今、中の気温が 5.3 度、外がマイナス 2.9 度。うわ、かなり下がりましたね。結構温度差あります。2.9 度、外がマイナス、中が 5.3 度なんで、その差7度以上あります。意外と断熱効いていたのかもしれません。最低気温は今朝マイナス 4.4 度。かなり下がりましたね。で、車内は3.2 度。こちらも7度下がります。晩婚なんで、中の温度と外の温度、一緒ぐらいまで中も下がるんかなと思ったんですけど、意外と温度下がりませんでした。で、冬用のシラフだったんで、ぐっすり眠れました。あ、結露がやっぱりしてますね。鉄のところも結露してます。ガラスがやっぱりびっしょりですね。そしてポータブルバッテリーの残量があれ 1% になってます。朝起きて見たときは 30% ぐらいあったんですけど、今見たら 1% に減ってます。多分気温が寒いからポータブルバッテリーの容量が急激に減ったのだと思います。ちょっと様子見て、消えました。0% になりました。ダメですね。今、電源入れ替えました。このリバーからリバープロ、こちらに変えました。リバープロは 17% 残ってます。こちらも寒さで容量が減っていると思います。後でまた走行しながら充電していきます。はい、セッティング戻せました。ちょっと手間なんですけど、やっぱりこれ広々してすごい気持ちいいです。この空間。だいたいベッドモードからこの通常モードに戻す時間なんですけど、1分ぐらいだと思います。それでは簡単に朝ごはん食べていきます。昨日のご飯半分残ってますんで、焼きおにぎりにします。できるだけ省電力にしたいので、この小さい消費電力の少ないフライパンで焼いていきます。焼きおにぎりと味噌汁も飲みたいんでケトルでお湯を沸かしていきます。
問題は残りポータブルバッテリーが 15% だったんで、持つかどうかです。電源なくなったらしょうがないんで、できるとこまで調理していきます。ここの反対側のコンセント、何気にありがたいですね。こんな感じで短いやつだったら、どうしてもこの付近で調理しないといけません。自作の換気扇も回していきます。窓を開けて、スチョン。あ、すごい。ここ今開けたんですけど、ここからこっちに風が流れてるのがわかります。なんとかお湯沸きました。よかったです。いただきます。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。後片付けなんですけど、ガレがないので、このウェットティッシュとキッチンペーパー、そしてこのキッチンクリーナー、この洗剤ですね。これでシュッシュしてきれいにしていきます。はい、きれいになりました。やっぱりギャレーがないと、こういったアルコールウェットティッシュやキッチンペーパー大量に使いますんで、かなりゴミが増えます。本当に車中泊していていつも思うんですけど、家のありがたみをめちゃくちゃ感じます。こういった洗い物に関してもそうなんですけど、あとはトイレなど普段生活している環境がすごいハイクオリティなんだなって痛感します。こういった感じで普段の生活に一つ一つありがたみを感じるのも車中泊の魅力だと思いました。道の駅上北山、ありがとうございました。ここほんといいところなんですよね。今回も温泉縁がなく入れませんでした。そこは残念です。で、今工事されてます。また新しい施設できるんでしょうか。楽しみですね。皆さんもぜひ遊びに来てください。今日は売店閉まってるんですけど、中に地元の特産物も販売しているコンビニもあります。こっち側の駐車場は斜めになってるんですけど、道路渡って反対側向こうに第二駐車場があるんですけど、そこはかなり平らです。ただ夜中は真っ暗です。それではこのポータブル電源、また走行充電していきます。この後部の DC から入力していきます。今 0% なんですけど、ポータブルバッテリーあまり使い切ると寿命が死んでしまいます。皆さんはできるだけ 0% まで使わないようにしてください。行き先なんですけど、今は奈良県の紀伊山脈の真ん中にいます。このまま南下していって三重県の熊野市まで行きます。そして今日はずっと一番下まで潮岬ですね、この和歌山の下まで行って、その後高速道路ありますんで、高速道路乗ってこうやって回っていきます。高速道路の走りも楽しみです。はい、それでは安全運転で再出発します。1日経ってふと乗り始めた瞬間なんですけど、やっぱり軽って思います。なんか
スイスイ進んでいく感じです。これはドライブが楽しいですね。でここから山の中どんどん行きますんで、ワインディングロードです。速度出すと危険なんでゆっくり行きます。山道走行して30分ぐらい経ちました。かなりの数のカーブを曲がってきました。やっぱりですね、コーナリング時軽バンなんで、この車ロールはかなりします。ただ速度落とせば問題ないレベルなので、ゆっくり行けば大丈夫です。どうしてもセダンタイプや背の低い車にはコーナリング時に追いつかれてしまいます。こちらも速度出せばいけないことはないんですけど、やっぱり荷崩れする可能性がありますんで、ゆっくり行って速い車には道を譲っていきます。はい、今ずっと下りなんですけど、この CVT エンジンあんまりエンブレが効かないんですね。アクセルオフにしてもエンジンブレーキがあまりかかりません。ただですね、ここに S って書いてます。これ多分セカンドだと思うんですけど、このセカンドにするとエンジンブレーキが効きます。これだったら長い下りでもあまりブレーキ踏まなくていけそうです。うわー、すごいな。太平洋到着しました。とうとう奈良県から出発していくつもの山を越えて太平洋まで到着しました。うわ、すごい綺麗な海です。ポータブルバッテリー見てみます。今現在 41% です。だいたい2時間ぐらい走行しました。これでまた電気使えます。ここからちょっと歩いたら向こうの方に鬼ヶ城観光ポイントあるみたいなんで、軽く行ってきます。うわ、ここまた絶景ですね。この下降りていけるんですね。うわ、楽しみ。来てよかったです。ここが千畳敷ですね。うわ、すごい。これ波に削られてこんなになったんですね。いやー、絶景ですね。あそこに見える街、すごい眺め良さそうです。自分実はああいうとこ住むのすごい憧れてるんですよね。いや、こういう場所って本当修学旅行とか昔ちっちゃい時来たんですけど、その時何も思わなかったんですよね。でもおっさんになってきたらすごい染みます。これなんでなんでしょう。すげえな。おお、まだまだ先に観光名所があるみたいなんですけど、今回はこれで先に進みます。売店ありましたんで家族にお土産買ってきました。ここ一つ場所空いてますんで、ここにお土産収納します。熊野古道ビール売っていました。どんな味するんか楽しみです。家帰っていただきます。意外とここ高さありますんでスペースあります。ここはまたゴミとか入れるように上げときます。今からこの紀伊半島を海沿いにぐるっと半周します。で、途中にここですね、道の駅那智、ここが温泉併設されているそうなんで、一度行ってお風呂入りたいと思います。はい、道の駅到着しました。すごい景色いいですね。なんか道の駅なんですけど、本当の駅もあるみたいです。ありましたね。あれが温泉です。短敷の湯と書いて錦の湯と読むそうです。はい、じゃあサクッと行ってきます。
気持ちよかったです。600円でそんなに広くはなかったんですけど、オーシャンビューでめちゃくちゃ気持ちよかったです。ありがとうございました。それではさらに進んでいきます。今夕方なんでどこまで行けるかわからないんですけど、行けるとこまで行きます。潮岬付近にセルフのガソリンスタンドありましたんで、そこで給油して一度一般道の燃費測ってみたいと思います。 CVT ターボキャンピングカー仕様の燃費どのぐらいなのか気になります。そして新型アドレーの売りのアダプティブクルーズコントロール、これ一般道はダメなんですね。使ったら高速道路だけみたいなんで、あとはバイパスですね。なので燃費測った後は高速道路乗って実際にこの自動追従体感してみたいと思います。これめちゃくちゃ楽しみなんですよね。はい、じゃあレギュラー満タン入れていきます。あ、これキャップここ止めれますね。これは便利ですね。はい、満タン入りました。現在の走行距離が 179.8 キロです。でこれで写真撮っていきます。ね、すぐ近く潮岬ありますんで、そこで燃費計算します。さあ、ここですね。到着しました。うわ、海がめちゃくちゃ綺麗です。潮岬到着しました。それではここで燃費計算して、その後僕が1日2日実際に車尺してみて感じたメリットデメリットをお伝えします。走行距離一般道 179.8 キロ、奈良県から山道を越えて和歌山県潮岬まで来ました。入ったガソリンが 12.85 は出ました。1リッターあたり 13.99、 約14リッターですね。1リッターあたり走る計算になります。あとは高速道路ですね。どのぐらい伸びるのか楽しみです。それでは感じたメリットデメリットをお伝えします。今回駐車場誰もいなくて、すごい綺麗な開放的な景色だったんで開けさせていただきました。もし誰か来たら閉めようと思います。まずメリットからなんですけど、この車内の LED ライトめちゃくちゃ明るくて良かったです。結構キャンピングカーでおしゃれな車両は断熱色とか多くて暗いの多いんですけど、これはめちゃくちゃ明るかったです。で暗くもできるんで、その辺は自分で調整できるのが良かったです。で次なんですけど、収納が意外とたくさん入りました。これは嬉しい誤算でした。一番後ろ、ここは本当に大容量入ります。2つ。そしてこのシート展開した時のシート下、これがめちゃくちゃ役に立ちました。これ2箇所あるんですけど、ゴミ入れるのに最高でした。意外と高さあるんでアクセスもしやすくて使い勝手良かったです。このオーバーヘッドコンソール、ここの収納もすぐ手届きますんで、もう座りながら何でも物が取れました。はい、で次なんですけど、広さです。一人では十分広く最高の空間でした。この本当対面シートレイアウト、展開はちょっとめんどくさいんですけど、かなりおすすめできるレイアウトでした。次はデメリットです。やっぱりこの窓の換気扇ですね。この C ケースも弱点ありました。 C ケースはクーピー換気システムです。換気能力と使い勝手は良かったんですけど、これ一度セッティングするとドアを開けるときはこれ輪ゴム外さないといけないんで、じゃないとこのまま行くとこれガーンってぶつかっちゃいます。なので一度セッティングするとこっち側反対側から降りることになります。でその時こんな感じでベッド展開してるんで高さが出るんですね。なのでこっから降りる時結構よっこいしょって感じで何回も乗り降りするのは少ししんどかったです。そして次なんですけど、ベッド展開、こちら
1人で中でベッド展開するのは問題なかったんですけど、もし2人で車中泊していてベッド展開するときはもう1人の協力が必要になってきます。端の方に邪魔にならないところに行ってもらうか、もしくはもう降りてもらうかですね。もうこれは軽自動車なんで仕方ないでは仕方ないですが、あえて確認のためデメリットとして挙げさせていただきました。次はこの広いシートアレンジが逆にめんどくさいんですね。これ今シート展開しています。で運転モードにするときはこれを外してこんな感じでリクライニングを下げます。あとはレールを調整します。自分の場合はもうこの状態でちょうど良かったんで一工程省けたんで、その辺は楽でした。でも身長高い人や低い人はシート前後移動すると思いますんで、そうなると一つ工程が増えてめんどくさくなると思います。なので次はもう運転シートこのままにして、例えば横ベッドこれ展開しといて、ここに座ってご飯とか食べればもうリクライニングそのままでご飯食べて運転もいけると思います。今日高速道路走ってもう一回車着しますんで、その時はこの一人レイアウトモードで試してみます。次は走りに関して感じたメリットデメリットです。でまずはメリットから。これ走りじゃないんですけど、このボディの色赤、これオレンジなんですけど、日が当たるとすごいオレンジになって暗くなってくると赤に見えてきます。実際見るとすごい魅力的な色だなと思いました。今日一般道を運転していてシンプルに運転楽しかったです。加速も速いので楽で、後続車に迷惑かけることはありませんでした。このオプションの14インチのホイール、これが結構安定しました。中で過ごしている時も安定しました。これは意外でした。普通車内で移動すると結構揺れたりするんですけど、これは全然揺れませんでした。嬉しい誤算でした。一般道デメリットなんですけど、ロールを感じるくらいでした。軽ワンボックスなんでこれは仕方ないと思います。デメリットは本当それぐらいで、最高の街乗りの走りをしてくれました。あとはアダプティブクルーズコントロール ACC ですね。これを今から高速道路で試します。楽しみです。最後にこの新型アトレのキャンピングカー仕様 DIY でいいやんっていうやつですね。普通のアトレ買って自分でやった方が安く上がる、そう自分も思っていました。このキャンピングカー仕様乗ってみて感じたことなんですけど、自分で DIY するとやっぱり時間かかりますよね。何ヶ月も YouTube で DIY の勉強したり、そして休みの日に時間使ったり、そう考えるともう買ってしまってすぐ遊んだ方が自分は楽かなと思いました。 DIY できる器用な方はチャレンジされると楽しいと思います。やっぱりビルダーさんのいろんな知恵や今までの車中泊ノウハウが詰まってるんで、なかなかこのクオリティの DIY は難しいと思います。これをベースにさらに自分で付け加える DIY が手軽に早く遊べると思います。そして自分仕様になっていくと思います。あとは車検の問題ですよね。これは車検も大丈夫です。そして修理やメンテナンスもちゃんとビルダーさんがやってくれます。自分で DIY するとその辺も自分で車検受けないといけませんので、また知識や時間がかかってしまいます。でこちらの車両 JAL は日本 RV 協会登録されてますんで、安全面でも安心ですね。さあそれでは今から和歌山県の高速道路に乗って紀伊半島の旅後半も楽しんでいきます。今日はサービスエリアで車中泊すると思いますんで、喧騒の中どのぐらいうるさいのか、そして高速道路の走りも体感してお伝えしたいと思います。今前方に車いますんで追従してみます。クルーズコントロールボタンを押してセットします。すっげえな。いや怖いなこれ。ちょっと向こうで見てる人いてるかいけるかな。よし今行っちゃおう。行きます。
何をやってんやこれ。今和歌山県潮岬にいます。昨日は奈良県から一般道を走ってすごく静かな場所で車中泊しました。快適でした。今日は喧騒の中です。晩婚のキャンピングカーは遮音性低いのが宿命です。このキャンピングカー仕様は断熱材が入ってます。どのぐらい音軽減されるのか体感します。果たして眠れるんでしょうか。そしてなんといっても軽バン初のアダプティブクルーズコントロール ACC どのぐらい使えるのか実際走って体感しお伝えします。高速道路の燃費も計算していきます。車内なんですけど、昨日車中泊したのはこの対面シートレイアウトです。このレイアウトは運転席の背もたれを前に倒して展開しないといけません。展開に少し時間かかりますんで、今日は一人レイアウトモード、ここのところにベッド板を引き詰めて、もうそのまま寝れるようにしたいと思います。このマットをここにはめます。そしてテーブルを横向きにします。もう一個マットあって、ここはめたかったんですけど、ちょっと棒が当たってしまうんで、寝るときは棒を取ってこのマットをはめます。あとはこの運転席の背もたれ、こちら取って、これで運転できるようにしておきます。これだったら少し狭いですけど、この後ろから運転席の方に外に出ないで移動できます。今の収納なんですけど、天井収納、こちらにティッシュなど入れてます。そしてこの下一番広いところにシュラフやクッカーなど調味料など入れてます。そして食料はこの助手席と運転席の後ろ、ここお土産とかも入れてます。運転席上、オーバーヘッドコンソールも収納できます。で今回こちらはカメラなど撮影機材入れてます。そして一人用常設ベッドモードにすることにより、この下、ここも収納使えますね。ポータブルバッテリーなんですけど、今日は弱離線です。これマリナ RV さんのオプションです。ぴったりに作ってます。1000Whの大容量のポータブルバッテリーでも綺麗に収まってます。結構こういう大きいポータブルバッテリー収納場所困るんですよね。これは本当に車中泊で試行錯誤されたアイデアが詰まってると思います。現在の車内の電源はこのジャクリの DC から取っています。なのでこれを押すと全部消えます。こんな感じです。で、あとは1個ずつ照明を選択できます。そして充電方法なんですけど、こちら、これソーラーパネルが天井についてます。なのでこれ挿すと、晴れの日だったらここからも充電されます。もう一つ、後ろに車のシガーソケットが延長されてます。ここから入力できます。ただ、車のシガーソケットからの入力は結構低いんですよね。一回やってみます。はい、エンジンオン。今入力されてるのが約 80W です。そしてこれすごいいいなと思った仕様が、ここにインバータースイッチあります。これを押します。そうするとエンジンつけてるときは車のインバーターが作動します。でここのコンセントから電源取れます。そして入力します。するとインバーターだとなんと今 145W 入力されてます。なので走行しながらの充電がかなり早いと思います。
今日は今から高速道路を走りますんで、どのぐらい充電されるかこちらも検証していきます。それでは安全運転で行ってきます。いや真っ暗やな。まずはガソリン満タンにします。最初一般道路なんですけど、途中で高速道路入ります。その手前でガソリン給油します。そして高速道路乗ってからは紀伊半島反時計回りに走って奈良県に向かいます。行けるとこまで行って途中どこかパーキングエリアかサービスエリアで車中泊させていただきます。はい、満タンありました。今現在の走行距離が192キロ。このトリップ B をリセットします。これで高速道路の燃費を測っていきます。はい、それでは高速道路入ります。制限速度は70キロのようです。それでは早速 ACC アダプティブクルーズコントロールやってみます。まずはクルーズボタンを押します。そしてセットボタンを押します。これで今の速度がそのままキープされます。そしてプラスマイナスボタンで速度調整します。キャンセルするときはもう一度クルーズボタンを押すかブレーキを踏みます。でもう一度 ACC 作動させるにはクルーズボタンを押してから次はレスボタンを押すとさっきまで走行していた速度を再現してくれます。そして今は先に車いないんで追従できないんですけど、もしいた場合このクルーズコントロールの右のボタンを押すと車間距離を調整できます。一番近いのと中距離、遠距離と3パターン選べます。また前に車が出てきたら追従してみます。はい、今前方に車いますんで追従してみます。でクルーズコントロールボタンを押してセットします。さあこれで今車認識してます。自動で運転してくれてます。車間距離も自動です。今一番距離遠いんで短くしてみます。はい、これが今一番距離短い状態ですね。ちょっとこれは近すぎるんで一番遠くしておきます。いやーこれはめちゃめちゃ楽です。前の車基本80キロなんですけど、たまに75キロになったり80キロになったりしてます。でこの場合 ACC がなければ自分でアクセル離して自分でアクセル踏んだりしないといけません。これをしなくていいっていうのは長距離の車中泊旅などかなり楽になると思います。そしてこのアトレイは渋滞時も追従してくれます。今日は夜中なんで交通量少ないんで渋滞はないと思いますけど、もし渋滞した時とか高速道路でしたら追従していってくれます。なんかこの機能あったら渋滞楽しみになりますよね。明日の朝奈良県がすごい混むんですよね。なのでもしかしたら渋滞してるかもしれません。その時試したいと思います。はい、今制限速度80キロで上りなんですけど、この上りの途中でもアクセルを踏めばこうやって加速してくれます。もうクルーズコントローラーで80キロに設定しておけばどんなきつい上りでもキープしてくれます。これは楽ちんです。静粛性なんですけど、今80キロで走行している分には全然問題ないです。横に誰かいて会話するのも別に声張らなくても聞こえます。ここ風強い橋なんですけど全然今のところ揺られません。直進安定性もよく、ハンドル軽く添えてるだけでまっすぐ走ってくれます。軽バンや軽のワンボックスって背が高いので風でフラフラする印象あるんですけど、この新型トレイは今のとこフラフラせずに
安定して走ってくれてます。これはめちゃくちゃ強風の日、また再検証する必要があるかもしれません。はい、2時間ぐらい走行しましたんで、パーキングエリアで軽く休憩します。ポータブルバッテリー 99% になりました。約2時間走行して 20% は増えましたね。やっぱりインバーターからの入力だったら充電速度が速いです。さあ、それでは少しだけ休憩して次合流になりますんで、実際の加速をタイム測ってみます。それでは再出発します。合流なんですけど、40キロから制限速度の80キロまで加速します。せーの、はい。はい。いや、全然問題ないぐらい加速してくれました。これだったらどんな高速道路でどんな短い加速車線でも問題なく合流できますね。それでは80キロに ACC 設定して安全に走行していきます。はい、だいぶ長い距離走ってきました。そろそろ次のパーキングエリア入って車中泊したいと思います。はい、合成南パーキングエリア到着しました。トラックや一般の車が休まれてます。かなり寒いです。トラックは何台かエンジンつけて休まれてます。音は結構聞こえます。外の温度分かるようにワイヤレスの温度計ここに設置しておきます。こうやって見るともう丸見えですね。シェードして目隠しします。はい、こんな感じで取り付け完了しました。外からは中が見えないようになりました。自作の換気扇側、ここだけ少し透けてます。早速換気扇取り付けていきます。多分これ止まりますね。はい、今ブレーキ踏んでない状態でどんどん速度下がっていって、はい、完全に止まりました。それでは窓に換気扇つけていきます。まずは換気扇をここにはめて、そして輪ゴムをこのフックに引っ掛けます。これで取り付け完了です。実際に使うときはこの窓をまず開けます。フックを横にします。そして押せば窓が開きます。で、実際に扇風機回すときにこちら磁石で蓋するようになってます。こうすることにより空気の隙間がなくなって効率よく換気してくれます。今日これ実はやっちゃいました。この扇風機換気扇つけたままドアを開けてしまいました。これ傘があるんで開かないんですね。で、開けるときは取らないとダメです。で、そのまま行っちゃって、ここで当たって、ガーって横なって、なんかこんな感じで
横に穴開いてしまいました。ただドアは途中で感知して止まりました。徹夜して作った CKS クーピー関係システム、早速故障してしまいました。現在の車内の温度は 13.2 度、外の温度は0度です。もう氷点下入りますね。寒いんで、もうこの常設ベッドの方に電熱パッド引いておきます。これ USB で電源取って結構あったかいです。発電スパッドの USB のケーブルがすごい短くて弱に届かないので、この小型のエコフローのポータブルバッテリーに挿します。じゃあ今日でいきます。このポータブルバッテリーはこのベッドの下入れていきます。ちょうどいいですね。車外の音なんですけど、今あまり車内には聞こえません。一回開けてみます。こんな感じで開けると音は結構します。一回スマホのアプリで今何デシベルあるのか調べてみます。だいたい57デシベルでした。それではこのまま閉めてみて何デシベルか測ってみます。41デシベルでした。41デシベルはかなり静かです。図書館並みですね。いや、図書館より静かかもしれません。今、真横にはエンジンつけた車いてないので何とも言えませんが、今の車内はかなり快適です。天井の断熱防音が効いてるのかもしれません。鉄板むき出しの部分はこういうとこそんなに多くはないので音を吸収しているのかもしれません。特にシェードや布や音を吸収しますので、中の音は響かないで静かに聞こえるのかもしれません。やっぱりこの横レイアウトすごい使いやすいですね。昨日テレビ映らなかったんですけど、今日はもう都会なんで映ると思います。で、ここのステレオっていうスイッチを押してナビの電源が入ります。ナビのテレビの映像がモニターに映し出されます。来ました。テレビ映りました。めっちゃ嬉しいです。あまり家ではテレビ見ないんですけど、車中泊では娯楽の一つですね。テレビ見て横になっていたら寝てしまいました。今もう深夜の2時半です。車中飯でいろいろご飯買ってきたんですけど、もう今日は歯磨いて寝ます。また明日の朝起きた時に調理していただきたいと思います。おはようございます。なんかめちゃくちゃ暑いです。今車内の温度が、なんと 27.6 度、外の温度計が 30.4 度。これ多分日光直接当たってるから暑いと思います。いやー、それ暑いですね。今朝の外の最低気温がマイナス 3.7 度、車内は 5.9 度でした。こっからの寒暖差すごいですね。20度以上あります。暑いんで換気扇で空気入れ替えます。
冬用の寝袋だったんで、こんだけ上がったら暑くなりますね。今 28.1 度です。かなり涼しい風が入ってきてます。昨日すぐ寝てしまったんですけど、騒音で起きることはありませんでした。こんな感じでトラックすぐ横ではなくて、道路を渡って向こう側エンジンつけて休憩されていたので、ここまではあまり音届きませんでした。車内の温度が下がってきました。 21.2 度。やっぱり換気すればだいぶ下がってきますね。昨日の夜はフライパンで作るコンビニたこ焼き作ろうと思ってました。このインスタントの焼きそばお好み焼き作ります。これ簡単に作れてめっちゃ美味しいんで楽しみにしてました。たこ焼きに入れようと思っていた具材ももうお好み焼きに入れちゃいます。今コンビニでタコ売ってるんですね。フライパンはこの床下収納に入っている電気鍋使っていきます。まずはペヤングのこの蓋を全部取っちゃいます。そしてソースなど一旦取ります。で、今回ソースは使いません。火薬は入れていきます。で、この発泡スチロールのこの箱そのまま使いますんで、洗い物が減ります。お湯を沸かします。これ蓋全部取らない方が良かったですね。だいたい麺の半分ぐらいまで入れます。そして1分ぐらい放置して反対側ひっくり返します。はい、また放置します。はい、麺の方は5分ぐらい放置しました。で、かき混ぜていくとお湯少なめしたんでほとんどお湯がありません。これ家だったら湯切りでお湯捨てれるんですけど、車内捨てれないんでお湯わざと少なくしました。これであとは焼いていくとお好み焼きになります。お好み焼きというかもだ焼きっぽくなります。これめっちゃ簡単なんでおすすめです。昨日たこ焼き使おうと思っていた具材余ってますんで、もうキャベツとかネギとかタコとかも入れていきます。はい、じゃあキャベツの上に最後もう一回麺すべて入れていきます。そろそろ片面焼けたと思いますんでひっくり返します。で、今回この蓋の上にアルミホイル乗っけて、じゃあこれで蓋します。これをそのまま反対にひっくり返します。いきます。せーの。さあどうでしょう。さあ、はい、成功しましたね。あ、いい感じです。このままもう一回下の面も焼きます。焼けるまで時間かかりますんで、お腹空いたんで昨日岡山県で買ったこのマグロいただきます。うわ、美味しそう。2個あるんで1個は家族でいただきます。
うわ、美味しそう。いただきます。美味しいです。ちょっと甘い醤油ベースで、これマグロなんですけどチャーシューのようです。この換気システムかなり湯気を吸ってくれてます。ちょっと画面は分かりにくいかもしれないんですけど、これで分かるかな。この湯気がねかなり吸っていてくれてます。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。いや、お腹いっぱいになりました。今回電気鍋でアルミホイル敷いて調理したんですけど、この電気鍋が温度上昇を防ぐために加熱が停止しました。そしてまた温度下がったら加熱するという感じで、なかなか火が取りにくかったです。洗い物考えて汚れないように敷いたんですけど、アルミホイルをそのまま焼いた方が次はいいかなと思いました。ギャレーないので今回もキッチンクリーナーとキッチンペーパー、そしてウェットティッシュできれいにしていきます。焼きそばのソース余っちゃいました。今回はお好み焼きのソース持ってきたんでいらなかったんですけど、ない場合はこれでも十分美味しいです。ポータブル電源の容量は 57% になりました。で、こちらなんですけど、屋根のソーラーパネル、そこから充電できます。今、車内の温度が 23.7 度、外が29度、外は今、曇りの状態です。で、中が 23.7 度なんで、この換気システムがかなり温度を下げてくれてるの分かると思います。軽バンで車中泊やったことある方なら分かると思うんですけど、火が出ると車内は本当に暑くなります。なので外より涼しいっていうのは、この換気システムや天井断熱が効果あったのかもしれません。このアトレの屋根の上、オプションのルーフキャリアがあります。ここにソーラーパネルが乗ってます。今天気は曇りですね。一度これで挿してみます。はい、挿しました。今だいたい 65W 入力されてます。65W だったら車のシガーソケットからの充電と一緒ぐらいです。ガソリンも使わずに自然太陽の光でこれだけ充電されればかなりお得ですよね。なんか聞くところによると、晴れてたら 100W 以上入力されるそうです。せっかくなんで今からまたしばらく走行しますんで、次はこのソーラーパネルから充電して何%増えるか検証します。現在 58% です。それでは C ケースもしまいます。クービー換気システム、また改良します。換気扇取ってこの蓋を開けてポップウィンドウを閉めて完了です。はい、それでは再出発します。残りも安全運転で行ってきます。今70キロ制限の道を約60キロで交通流れてます。で、せっかくなんでまた ACC 設定していきます。クルーズボタンでセットをします。これで前の車
追従しました。あとはもう自動運転で行きます。いやー、めちゃくちゃ楽やな。やっぱりこういった一本道のバイパスや高速道路が一番この追従型の ACC 役に立つかもしれません。1車線しかないと結構速度は速くなったり遅くなったりします。その時アクセルコントロール必要になるんですけど、それがもう全部自動なんでめちゃくちゃ楽です。これだったら何キロでも走れそうです。この先よく混む場所なんで、もしかしたら停車するかもしれません。その時渋滞追従機能も確かめます。あ、やっぱりここ混んでますね。試してみます。今減速していってます。多分これ止まりますね。はい、今ブレーキ踏んでない状態でどんどん速度下がっていって、今時速30キロです。自動で30キロまで落としてくれました。でまた進み出して速度が上がってきました。はい、完全に止まりました。でブレーキ踏んでくださいって出たので今踏みました。いやー、すごいですね。めちゃくちゃ楽です。それでは最後にガソリン満タンにして高速道路の燃費測ります。はい、ガソリン満タンになりました。現在の走行距離が 193.2 キロ。これ写真撮っておきます。でこれで近くイオンありますんで、そこで買い物して燃費計算して、最後に今回の車種約で感じたメリットデメリットをお伝えします。はい、イオンありました。ここで2泊3日紀伊半島車種約旅終わりになります。1日目は山を越えて一般道車種約旅、2日目は高速道路を走ってのパーキングエリア車種約でした。はい、イオンモール到着しました。それではまず燃費計算します。今回の高速道路走行した距離が 194.5km、 給油したガソリンが 12.85 リッター出ました。高速道路が1リッターあたり 15.1km 走る計算になります。そして2日間の走行距離がトータルで 387.1 キロです。2回給油しまして、トータル入った量が 29.89 リッター。計算すると 12.9、1リッターあたり 12.9 キロ走る計算になります。初日の峠道が1リッターあたりだいたい11キロぐらいでした。で今回が高速道路15キロぐらい。どうでしょう。ターボなんでなかなかいいんじゃないでしょうか。それでは少しイオン買い物して帰ってきてからソーラー充電何%されてるか、そして今回の旅の感想をお伝えします。さあ、何%充電されてるでしょうか。2時間曇りで充電して今 68% になりました。10% 増えたことになります。ポータブル電源の容量は 1000Wh。買い物してる間に放置で充電、これは熱いですね。そして今回の車中泊で確かめたかった音の遮音性、天井断熱、橋についてこちらをお伝えします。遮音性についてなんですけど、今回は眠れました。ただやはりぼちぼち音は聞こえます。場所考えれば対応できる感じでした。キャブコンよりかはやはり外の音が聞こえる感じでした。そしてこのキャンピングカーのオプションの天井断熱なんですけど、今回の車中泊で効果があったのか比較しにくかったので事実だけお伝えします。一番冷えた今日の朝が外気温マイナス 3.7 度、中は 5.9 度でした。そして日が出てから外気温30度、中が28度という結果になりました。こちらのフロントガラス、黒い布のシェードだったんですけど、
そこから結構熱が入って熱くなっていました。もっと分厚い断熱の効いたシェードならまた温度変わってたかもしれません。走りについてアダプティブクルーズコントロール最高でした。これなら長距離も楽ちんです。あるとないのでは全然疲労度が違います。これから未来のキャンピングカー旅は必須の装備になると思います。そして今回の高速道路パーキングエリア車中泊で感じたメリットデメリットなんですけど、昨日とまた違うのが見えてきました。まずはメリットから、このポータブルバッテリーですね。サブバッテリーなくてもポタ店で連泊いけます。これなら故障時の入れ替えも楽、電気もっとたくさん使いたいときはもう一個ポータブル電源持っていったらいいだけなんで簡単です。走行充電とこの上のソーラーパネル充電あれば長旅の電源も余裕で確保できます。そして2つ目のメリットなんですけど、このレイアウトが秀逸でした。今回は1人用にしたんですけど、ベッド展開いらないのでめちゃくちゃ快適でした。そして昨日試した対面シートレイアウト、2人旅も可能な広さなので、1人旅2人旅両方対応できるのはかなりメリットだと思います。これ聞くところによると設計した方が実際に車中泊されているそうです。それは使い勝手いいに決まってますよね。次はデメリットなんですけど、まず1つ目、僕170センチなんですけど、やっぱり背筋伸ばすと頭が微妙に擦れます。それは車中泊時結構ストレスになると思いますので、興味ある方は実際に体験してからの方がいいと思います。逆に身長165センチなどそれ以下ならかなり快適だと思います。2つ目なんですけど、このマットですね、ちょっと硬かったです。でもこれはあまりふかふかにしすぎると高さがなくなってくるんでしょうがないことかなと思います。これは直接寝らずに何か1枚間に挟めば快適に眠れると思います。そして3つ目、これもうしょうがないかもしれないんですけど、やっぱり晩婚鉄なんで暑いです。今日まだ3月の前半なんですけど、昼は日昇るとめちゃくちゃ暑かったです。温度上昇すごいですね。やっぱりこれ断熱入ってなかったらもっと暑くなってると思います。夏どうするか問題ですね。自分去年とか一昨年にポータブルエアコンかなりいろいろ検証しました。その中でこのぐらいの消費電力、そして排気システムあれば冷えるポータブルエアコン分かったので、もし作れるエアコンの企業さんいらっしゃいましたらぜひ連絡ください。夏の車中泊に冷えるポータブルエアコンあればかなりの人が快適に過ごせるようになると思います。そして走りが良かったんですけど、一つだけデメリットありました。それはアダプティブクルーズコントロール5人式たまにするんですね。今回片側1車線の高速道路走ったんですけど、その時に対向車を先行車両と勘違いして速度が下がる場面がありました。自分前にホンダの N ワゴン乗ったことあるんですけど、同じ道走った時そんなことなかったんで、これはメーカー間で精度の違いがあるかもしれません。この辺はまたアップデートされていくと思います。で最後に軽キャブコン乗りの自分が今回この新型アトレと比べてどうだったのか、正直な感想なんですけど、遠くに行くときはこの新型アトレがかなりいいです。中の快適性もそこそこあるし、ゆったり旅なら軽キャブコンがいいなと思いました。軽キャブコンは軽でも中の高さがあります。そして断熱ボディで快適です。ただこれから購入される方は新車納期がかなり長いのがネックです。この新型アトレのターボエンジン軽キャブコンにつけてくれないですかね。自分はそれが一番いいです。あとはエブリィのキャンピングカー仕様も気になります。こちらもいずれ動画にしていきたいと思います。ありがとうございました。